よいしょー、配信をせたできた。おはよう。ようやく満腹も落ち着きました。食べた。お腹いっぱいじゃ。にゃんにゃかにゃー。こんばんは。ウェルカムにゃんにゃか。にゃー。眠くなっちゃうね。今コーヒータイム。お仕事の方もお疲れ様です。にゃんにゃかにゃん。ちょうどだね。ちょうどだ。満腹が落ち着いたということはまた食べれるということ。もういらない。今日はもう苦しい満腹じゃー。満腹。いやーね、第5章終わらせよう。いい加減に。なるせはこれ2週目なのに本当に記憶がない。不思議。第5章。まあでもふんわり、なんかこのワンシーン記憶にあるなって、断片的には記憶がある。この植物園みたいな雰囲気の映像の断片が残ってたりはするから。ただまだ読めない感じだな。だから弾論2に向けてしっかりとこの弾論1も結構絡むっていうか、知ってた方が2が楽しめるらしいから。そう、後世だから。何それ何その難しい感じは。なんだ？そう、後世だから。つまり後世だからだね。よいしょー。ということで、ようやく今日声を発しました。おはようございます。体は起きてたりしたんだけどね。なんかいろいろしてたんだけど、喋るのは本日一発目となります。5章ね。そう、5章だからね。手がかじかむね。今日もお外は寒いのかしら。かじかむね。これか。非日常編。おそらく裁判パートまで今日いけるんじゃないかな。まこっちゃん久しぶり。苗木久しぶり。元気にしてるはず。行くぞ。よし。昨日は恵方巻きを食べましたか？もう成瀬はもうなんかきっと、もし来世でまたオンギャーって生まれる時には、こう哺乳瓶の代わりに恵方巻きをこう両手でくわえながら、こうベッドでおんにゃーしたいなと思った。ってぐらい恵方巻きにかぶりつくのが楽しかったです。で、ちゃんと床を汚さないように袋入りの豆を袋ごと巻きました。なので床に直接豆を投げずに袋入りの豆を投げて、簡単に豆巻きもしました。えらい。ちょっとね、やっぱりね、抵抗があるよね。落花生とか直接投げるのに抵抗がやっぱもうあるからさ、こう袋ごと投げて、袋ごと外と鬼は外、服は内をして、袋丸ごと一つを投げたえいしてすごく不思議な光景だったと思う。違う、恵方巻きに生まれたいんじゃなくて、哺乳瓶が恵方巻き。哺乳瓶の代わりに恵方巻きをこう加えながら、こうあやされたいなと思った。来世は。ってぐらい海鮮恵方巻きが美味しかった。
非常にね、大満足です。恵方巻き安いやつでも1000円超えててびっくりした。ねえ。さ、お値段比較したときにさ、本物のカニと、カニ風味の、なんだっけ、カニ玉なんだっけ、かまぼこなんていうのあれ。普通の、カニ風味でもすごいお値段がするんだなって。こう、お値段見比べてびっくりした。こんなに本物のカニじゃ、本物なんていうのかな、風味じゃない。もう、出汁出るカニ。でも、カニが高いのわかるじゃん。風味でこんなするんだって思って。カニカマ、そう、見比べて、へえ。いや、これ、普通の恵方巻きでも高いね。びっくりした。こんなに、何が高いんだろうね。やっぱ、あれかな。こう、お手製込めてる感じとか、そういうのが高いんかなね。びっくりしたぐらい。こう、何種類か見比べて、へえ。これでも高いんだ。へえって感心してたところ。物価高だね。にゃんにゃかにゃー。うちの地域では落花生巻いて、皮剥いて食べてました。じゃあ、本当にあれなんだ。こう、直接落花生巻いて、食べてたんだ。へえ。いいね、なんか、味があって。で、にゃんにゃかにゃん、こんばんは。アニュハセヨ、こんばんは。びっくりした。安いのでも全然なんか、いいお値段するんだな、恵方巻きと思って。ね。びっくりした。なんか、成瀬はほら、一本だけどさ、複数一気に作って、大人数で食べたりとかなら、あれなんだろうな、こう、自分たちで作った方が、具材も好きなの入れて、リーズナブルで、こう、より、肉々しい恵方巻きとか作れるからいいんじゃろうね、きっと。さすがに、一本でね、なんか、あれするのちょっと気が引けちゃうけど。そっか、風物詩だもんね。そうやね。まあでも無事に鬼も払えたということで鬼の形相しながら、鬼はサタンしたよ、ちゃんと。微笑みながらじゃなく、その鬼の顔真似しながら、お面がなかったから、鬼の顔真似しながら、鬼はサタンして、こう、微笑み、笑顔で、福は内をした。ちゃんとね。雰囲気大事だから、その辺怠らずに、するのも楽しいですわよね。ということで、いきますか。上限の1の目に向けて豆投げ。お目目たくさんある。上限の1お目目6つぐらいなかったっけ。いっぱいあるから、1個でもいいから当たれーな感じでね、複数握りしめて投げる。1個でも当たったらラッキーだもんね。上限の1ね。お強い方ね。覚えておれば。さあ、第5章。殺人が起きたところで多分止めてた気がする。多分、戦場ムクロっていう名前が出てきて、謎の白衣のコートを着た人が出てきた。で、苗木が襲われそうだったなってところで、この人。あ、で、死んでたんだ。この方が死んでた。僕の目の前で死体となっている。さあ、どこからでしょう。ちゃんと予習はしてきたから。死体が落ちてるってだから言ったじゃん。そんな。本当に死んでるの？なんだと？すぐに調べるぞ。ただし、ゲーム音入ってるかな？ちょっと待って、ゲーム音入ってる。慎重に慎重を重ねろ。何があるかわからんぞ。
はー。え、でもこれさ、京子さんのブーツじゃないこれ。え、これ京子さん。このブーツって京子さんが履いてたやつじゃなかったっけな。もしかして京子さんが刺されてる。まずは死体を調べる。誰なのかを。被害者の顔は覆面で覆われてて、これじゃあ誰なのか判別できない。それに体を覆った白衣のせいで体型や服装の特徴さえわからない。謎の被害者だけど、一つだけ確かなのは、このブーツが京子さんが履いていたブーツと似ているということ。昨日の夜、僕はこの覆面の人物に襲われている。だけどその人がどうしてこんなところで死んでるんだよ。京子じゃないんかなそう、名探偵の血が薄く、仮面の下みたいね。呼吸はない。胸も動いていない。一切の生命的活動が停止しているようだ。腹部に突き刺さったナイフのせいで服が真っ赤な血で染まっている。なんか今日すごい読みやすい。うわ、今から朝の9時が始まったら最高な。今から12時間前に今から今日のスタートが始まったらいいな感じぐらいの感じがするやめてくれよ、今日ようやく終わったばっかなのにとか思われそうだでも成瀬もちゃんと今日朝起きて、ちゃんと朝から活動してたからね。朝から起きてたからちゃんとね。ちょっとお昼寝しちゃったけど、血は止まっているようだが、まだ濡れたまま乾いていないようだな。今から朝まで一日を堪能しよう。やだ成瀬もちゃんと寝る。成瀬も寝る。乾いていないということはまだ新鮮っていうこと？触ると汚れる危険性がある。冷静に分析してる場合じゃねえって。つうか誰なんだって。顔も体も隠れてるし、さっぱりだべ。多分女の子だよ。なんで？それは胸の膨らみとか全体的な体のラインもそうだし、間違いないよ。その人女の子だよ。じゃあひょっとして、じゃあ京子さんつうかさ、その覆面を剥がしちゃえばいいんじゃん。そうだよ。おい、待て。だけど遅かった。戸上くんが呼び止めた時にはもう深川さんの手は覆面を掴んでいた。そして次の瞬間、深川ちゃん飛びすぎじゃない？目がくらむような光と耳をつんざくような轟音。爆発した。これ深川ちゃん大丈夫なんかな飛びすぎでしょどかーなんかギャグ漫画のような飛び方したけどクリーパーいたな。京子さんなんかな。視界が真っ暗になった。だけどおい、急げ、さっさと火を消すんだ。その声が飛びかけていた僕の意識を引きずり戻してくれた。そして僕の手に何かが渡された。水の入ったバケツ。これ誰が死んだかわかんなくするために燃やしたんかな。早くしろ、水をかけるんだ。僕は燃え盛る死体の上半身にめがけてバケツの水を思いっきりぶちまけた。バシャーン。
するとすぐに火は勢いを失い、辺りに不快な匂いだけを残して完全に鎮火した。これ誰かわからなくない？それが狙いか。にゃんにゃかにゃん、ブランドの完成。ブランドの完成。これがブランドだ。これ本当に人間の死体なんかね。誰が死んだかわからなくするためのカモフラージュフランベ？どういうことだべ、いきなり。爆発したよね。なんだと？嫌な予感はしていたが、まさか爆発するとは。にゃんにゃかにゃん、にはせよ、こんばんは。おそうせよ。おかげで死体が。でも、ブーツは京子さんじゃん。真っ黒焦げだべ。スーパーウェルダンだべ。ナルセは、レア寄りの、レアがいいな。ナルセはレア寄りのレアがいいな。ベルダンより火が入ってないぐらいがいいけどな。ちょっとステーキに例えないでよ。食べられなくなるじゃん。だけどこれじゃあもう本当にわからないね。この死体が誰なのか。ここにいない人間は誰だ。血が滴る生肉。鮮度がいいお肉ゆえ、食べれるのいいなぁ。憧れじゃよね。レアな人肉は怖い。これ、京子さんもしかして当たってる？そう、ミディアムレアぐらいかな。レア寄りのミディアムレアぐらいかな。なんだ？ここにいない人間を考えれば可能性はおのずと絞られてくるはず。京子さん、結構最後まで生き残るタイプだと思ってたけど、まさか、ここにいない人間ってキリギリッチだけだべ。キリギリさんやっぱそうだよね。ブーツ的にそうだよね。ブーツ。じゃあ死体ってキリギリさん？違う、そんなはず。落ち着け。俺はキリギリだとは一言も言ってないぞ。ゲードよ。他に誰がまだいるじゃないか。つまりだ。黒幕だよ。白夜は知ってるの？誰か。白夜って戦場ムクロのこと京子さんから教えてもらってたっけ？なら黒幕ってなんだべ。そんなんありえねえって。黒幕が黒焦げなんて悪い冗談だべ。ぷぷぷ。確かに普通であれば考えられない可能性かもしれん。だが俺たちには思い当たる節があるはずだぞ。黒幕が死んだのならあの件にも説明がつけられるはずだ。あれか、モノクマが棒立ちしてて、ってことは黒幕は2個同時に何か行えないなっていう話か。モノクマが急に動かなくなった件だ。ゲードよ。だけどよ、あの死体は女なんだろ。だとするとおかしくねえか。だってアルターエゴが言ってたべ。つまり全て仕組んだ黒幕はその学園長って可能性が高いんだ。言ってたね、学園長が関係者なんじゃないかって。黒幕、その学園長は30代後半の男性で今も学園内にいる可能性が高いみたい。言ってた。どういうことだべ。30代後半の男性って明らかに死体の特徴とは一致しねえぞ。だったら黒幕は学園長じゃなくてキリギリさんが言ってた例の女子高生、超高校級の絶望。そうだよね、みんな聞いてないよね。16人目の高校生、戦場ムクロ。何の話だ。白夜初めて聞いてる感じだこれ。こないだキリギリさんからこっそり教えてもらったんだよ。
この学園には16人目の高校生がいるって。なんだ。詳しく話せ。キリギリさんが言ってたのは、戦場ムクロ。この学園に潜む16人目の高校生。超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。戦場ムクロに気をつけて。キリギリさんはその戦場ムクロってやつこそが黒幕だと睨んでいるみたいだった。いいえ、学園長は黒幕じゃないわ。まだ確信を持てないけど、それは間違いない。なるほどな。言ってた。16人目の高校生、女子高校生だ。確かに死体の特徴とは一致するな。あのさ、しかも超高校級の絶望ってフレーズも黒幕チックじゃない？もしかすっと。つまり黒幕は戦場ムクロって16人目の高校生で、そいつは超高校級の絶望と呼ばれるやつだったと。だけどよ、土の子ミティにずっと隠れてたそいつがどうして？でもこれ京子さんっぽいけどな。あそこで黒焦げになってんだって。なんなんだべ。いくらなんでも意味不明だべ。いきなり現れていきなり死んでるなんて。確かに。どうやらもう一度その死体を調べてみる必要がありそうだ。身元を割り出す手がかりが残ってるかもしれん。ちょっと待って。なんだ。京子さんなの本当にこれ。ね忘れてない深川のこと。なら。あいつ確か吹っ飛ばされてたべ。忘れよう。きっと爆破されて、粉みじん、粉みじん、コッパみじん、どっちだろう。生きてる。生きてる元気に。にゃんにゃかにゃん。おそうせよー。無事だった。怪我もしてないんだ。あんな爆発なのに。今何が教えてください、白夜様。粉みじんっていう言葉があるんだ。へえ。黙れ。金輪際。酸素は吸わないとお前が高らかに宣言したところだ。あんなさ、顔面から爆発しといてこんな無事でよかったね。白夜様が吐いた二酸化炭素だけでいいです。それだけで生きていけますから。純愛だね。なんだこりゃ。不思議なキャッチボールだべ。ラブだね、深ワッチ。ピンピンしとった。このナイフ、苗木の部屋にあったやつ。もう一度死体を詳しく調べてみよう。あのさ、苗木気をつけてね。相手は女の子なんだからね。葵ちゃん、僕が倒れてても同じように気をつけてね。ねえ、女の子だからって大事の仕方を僕の時も同じように大事にしてね。失礼だな。変態だよ。変態じゃないよ。大丈夫だよ。僕だってそんなに死体を触れるわけじゃないし。それこそキリギリさんじゃないんだから。これ本当にキリギリさんがやられちゃったの？タトゥーがある。その前にあそこに落ちてるのって、こっちか。死体の傍らに何か落ちてるけど、これって、鍵みたいだな。もしかしてこれって、キリギリさんがモノクマから盗んだ？だとするとやっぱり京子さん？だけど何を盗んだの？それはこれよ。普通の鍵だ、こっちは。鍵。だけどただの鍵じゃないのは明らかだった。
モノクマの模様が入った鍵。明らかに異質だった。で今回のなんか USB のようにも見える。キリギリさんがモノクマから盗んだのはモノクマの模様が入った鍵だった。この鍵とは明らかに違う。じゃあこの鍵ってなんだ。何か見つけたか。死体の傍らにこんなものが。一体どこの鍵だ。戸上くんでもわからない？戸上くんでもわからないことあるよね。苗木よ、お前に重要な任務を与えてやろう。なるほどな。その鍵を使えば今まで閉ざされていた場所にも入れるようになるのかもしれん。それを確かめろって？どこだろう。生物室、学園長室、情報処理室、それと寄宿舎の2階だったな。任せたぞ。要はパシリか。オッケー。じゃあ近いところから行くか。こっちの突き当たり左。あとガチャも見るか。ガチャ10枚しかないからできない。一番近い生物室から鍵がかかってる。どうだろう。あ、鍵が入らない。このドアの鍵じゃない。じゃあテレポートできるかな。じゃあ学園長室か。何階だったっけな。4階？いや3階？いや4階？あ、ここだ。4階だ。この学園長室。どうでしょう。ってことは情報処理室ってことか。確かにデータの模様っぽいな。あれどこだ。こっちか。ここ入ってここ。どうでしょう。ぽいな。入った。じゃあこれって情報処理室の鍵だったんだ。鍵だったんだ。走り回った努力の成果をかみしめようと2回行ってみたがやっぱり虚しいだけだった。とにかくこのことをみんなにも知らせないと。僕は走って植物亭へと戻った。先に中見ないんだ。戻ってきたか。成果はどうだった？あの鍵で開いたのは4階の情報処理室。あの部屋だったよ。じゃあ情報処理室に入れるようになったのか？なるほどな。そういうことか。だがあの死体はなぜ情報処理室の鍵なんかを持っていたんだ？どうやら情報処理室に行って確かめてみる必要がありそうだ。そうみたいだね。ほう。ここだな。鍵はもう開いてるよ。ねドアを開けた途端にさっきみたくドカーンなんてことはないよね。近くにクリーパーいないよね、ドアの後ろに。あ、にゃんにゃかにゃん、こんばんは。ウェルカムにゃにゃかにゃん。このタイミングでそういうことを言うなって。開けるの怖い。心配する必要はない。俺たちには苗木がいる。つまりだ。任せたぞ。また信用しているということだ。嘘だ。絶対使われているだけだ。頑張ろう、苗木。ドアに手をかけたところで思わず目をつぶった。そして祈るような気持ちでゆっくりと開く。何も起きない。そう確信した後でゆっくりと目を開けると、一言で言えば奇妙な部屋。
今までの部屋もそうだったが、この部屋に関しては別格の奇妙さだった。今までのような見せる恐怖ではなく、内に潜んだ真の意味での恐怖、監視。この部屋にはそれが充満しているようだった。あれって、葉隠くんが震える指で指したのは、壁面に埋め込まれた複数台のモニターだった。しかもそれらの画面に映し出されていたのは、各部屋な。かっこいいね。すごくサイバーだね。学園内の光景。寄宿舎から教室まで。学園内のありとあらゆる場所がそのモニターに映し出されていたのだ。これって何？監視カメラの映像か？学園内に設置されている監視カメラ、あれで撮られた映像がこのモニターに映し出されているようだ。そういうことか。つまりこの部屋は俺たちを監視する目的で使われていた部屋。俺らを監視するため？じゃあこの部屋って決まりだ。間違いない。黒幕の部屋だ。黒幕の部屋。でも確かにそうとしか考えられない。つまり黒幕はこの部屋で、ってことは京子さんの死体っていうよりかはあれか、黒幕戦場ムクロの死体の可能性ってことか。この部屋の鍵持ってたから僕らを監視していたんだ。どうやらこれで確定したようだな。何が？さっきの植物庭園の死体だ。こんな部屋の鍵を持っていたということは、黒幕戦場ムクロとやらだったということだ。じゃあ黒幕って死んじゃったの？本当に死んじゃったの？早いな。そのようだな。マジかよ。あっけない終わりね。白夜様が殺すまでもなく死ぬなんて。黒幕が死んだ？本当にそうなのか？でもモノクロ出てこないってことは死体発見じゃない？でもそのモノクマを操る戦場ムクロが死んでるからモノクマが死体発見とか言えなくなっちゃったってことかな。だって植物庭園の死体って明らかに自然死なんかじゃなかったような。つまりあれは誰かが。にゃんにゃかにゃんこんばんは。ウェルカムにゃんにゃかにゃん。ゲードよ。あれ？じゃあモノクマ操れる人もいなくなったってことかな。黒幕が死んだってことはじゃあ出られるんだな。やっとここからどうだってな。そうと決まれば出口だ。出口を探すべ。やめろ。いや、この部屋を調べるのが先だ。出口は黒幕が死んだのならここから逃げることなのいつでも可能だ。確かに。だがそれよりも今は黒幕がどんな目的でこのゲームを仕掛けたのか、それを明らかにするのが先だ。それに黒幕が殺されていた件も気になるし。確かに誰から殺されたんだろう。束縛からの解放はまだ先。殺されて？だってナイフ刺さってるもんね。やっぱり戸上くんもそう思った？当然だ。あの死体を見れば一目瞭然。間違いない。黒幕は殺されたんだよ。ゲードよ。なんで黒幕が殺されなきゃなんねんだ？誰に？グミンめ。それを明らかにするためにも黒幕の素性や目的を探る必要があると言ってるんだ。そうに決まってるわ。分かったでしょ、このダメ虫が。もう白夜様に口答えは禁止よ。黒幕の目的、そして殺された理由か。確かにこの部屋になら手がかりがあるかもしれない。黒幕のいたこの部屋にな。
オッケー。じゃあまずはコイン探し。アルターエゴが入っていたノートパソコンとは違ってかなり高性能なパソコンみたい。ほう、ロックもかかってる。このパソコンでネットワークを監視していたのかな。なんだ。ふんふん。ここで部屋を監視。部屋中に設置されたバカみたいな数のモニター。このモニターで僕らを監視してたんだな。これさえあれば。白夜様のあんな姿やこんな姿が見たい放題じゃない。月額はいくらなの？サブスクだ。なるほど。いつでも監視カメラがついている。恐ろしいですな。モニターには何も映ってない。室内アンテナじゃねえのか。どうだってな。俺のばあちゃんが使ってんのと一緒だ。指定地帯用の室内アンテナだべ。そのアンテナをつなげばテレビが見られるってこと？テレビ？だべ。出たな、テレビっ子。そんなキャラ付けされたことないけど。よーし。でもテレビ見られるならやってよ、早く。お、そうだな。みんな外の情報に植えてるんだな。おう、映るんだ。大船って意味では間違ってないけど、なんかリアクションには困るな。見れる可能性がある？テレビは治りそう？なぎちもそんなにテレビが見たいべか？このテレビっ子め。いや、外の情報を知りたいよね。これは終わったか。白夜も話すか。あ、おいちゃんも話さなきゃ。なぜ黒幕が殺されたのか。すごい数のモニター。ここか。モノクマのマークが描かれた不気味なドアだ。スイッチも見たいね。こうモニターたくさんあるから一つぐらいね、一つと言わずに各カテゴリー映せれる余裕があるね。これすごい。ガチャガチャガチャ。ダメだね。え、そのドアって開かないの？これがあれかな。モノクマの鍵かな。キリギリさんが拾ってた方の鍵かな。一応試してみるね。ダメだ。鍵穴にすら入らない。だって黒幕は死んだんだしさ。もう何も起きっこないよ。ほんとかな。モノクマのマークが描かれたとは気にはなるけど。全部ナルセの配信映さないと。この、全部のモニターでナルセが、映せるようにして、一個一個ナルセなんじゃなく、この全部のモニターでナルセを描いてほしい。気にしすぎても仕方がないよな。朝比奈さんの言う通り黒幕はいないんだし。悪役がやるやつ。電波ジャック、あれかと思った。なんだっけ、ほら X でさ、こうタップしたら全体の絵が見れるみたいな。でもタップせずに全体見れるってことは悪役がやるやつか。だべ。かっこいいよね。ふむふむ。おや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 。何、テレビが映りそうだべ。ほんと？あとは電源を入れるだけだ。なんだ。すごいじゃん、葉隠れそういうのできるの？すごい。たく黒幕のやつめ、俺らには外の世界と決別しろとか言ってたくせに。なんだべ。一人でこんなもん見よったって。そうはいかねえっての。確かに。モノクマは
テレビ見てたんだ。外の世界見てたんだ。これあれかな、お金持ちの人たちがさ、この高校生たちはどういう行動をとるのかな。リアルタイムであれかな、カイジとかさ、イカゲームのようなリアルタイムで大金持ちたちがあれしてんのかもね。スパチャ飛び交って、スパチャこのぐらいの金額いったら大きな障害物をこの中の苗木たちに浴びせるじゃないけどさ、そういうことあ、じゃあテレビにこれが映るってことはリアルタイムでこれを楽しんでる層がいるってことか。これってマネーゲームっていうの、この部屋の監視カメラの映像だよね。なんだこりゃ。おかしいな。おい、何をやってるんだ。おや、変だべ。あんたはただの変じゃないわ。いろんな意味で大変なのよ。けどよ、このモニターは室内アンテナとしかつながってねえはずだべ。どういうこと？だから監視カメラの映像が映るはずはねえのに。それはとりあえずチャンネル変えてみれば？やってみっか。はがくれくんが次々とチャンネルを変えていく。それでもモニターは僕らの姿を映し続けていた。今現在の僕らの姿を。どういうことだべ。なんだこりゃ。壊れてるとか？もしかすっと。いや、もしかすっとこのテレビ自体に仕掛けがあんのかもしんねえぞ。仕掛けってどういう仕掛け？あれ？実際気づいてない。それはわかんねえけど。そうだよね。モノクマって1台だけじゃないのは序盤に出てきてたけど、操れる人他にもいるってこと？はてめえら久しぶりじゃん。モノクマ？なんで？あんたは死んだはずじゃない？この俺が死んだ？わけわかんねえこと言ってんじゃねえじゃん。なんだべ。あれ？キャラ変わってるし。もちろん変わるさ。変わって当然クマ。あれからもう2年も経つんだしな。あれから？そんな経ってねえべ。せいぜい半日だべ。てかなんで動いてんの？あれ？ここで動かしてんじゃないんだ。そうだよ。それウププー。お前らのそんな顔が好きなんだよね。希望が絶望に変わる瞬間の顔。それを見たかったんだよね。あれ？絶望が好きってことあれ？超高校級の絶望。戦場ムクロは死んでいない。じゃあ死体やっぱ京子さんだったんかな。まさかそのために死んだふりをしてたとでも言うのか？クマの死んだふりなんてレアじゃない？普通お前らの方がクマの前で死んだふりでしょ？そうだね。こりゃ笑えるね。笑おった。あはは。というわけでそろそろ未来に絶望を持つ時間だよ。希望にあふれた過去を切り捨てようじゃないか。お前らにはもっと楽しんでもらわないと、この殺し合い学園生活を。京子はどこ行った？まだ続くってこと？出してくれそんな、ここから出られるはずじゃ。出たい？
まだそんなこと言ってんの？まったくもう。そろそろ理解しなって。ここから出るのは不可能なんだって。それにさ、この生活だって全部悪いことばかりじゃないじゃん。そりゃ生きてれば嫌なこともあるのは当然だけどさ。ふざけないでよ、こんなの最悪じゃない。ぷぷぷ。最悪っていうか絶望。さてと。笑い疲れたんで本題に入りましょうか。本題。ね。そのテレビでお前らいいところに目をつけたよね。そうなのです。そのテレビはこの学園生活を語る上で欠かせないものなのですよ。ほう。何？このテレビには秘密があるんだの？どういうことだべ？室内アンテナしか繋いでねえんだぞ。どうして監視カメラの映像が流れ続けてんだ？ぷぷぷ。気になってる気になってる。じゃあ出血大サービス。そのテレビについて教えてあげましょう。じゃじゃん？そのテレビは間違いなくアンテナ受信したテレビ電波の映像を流しているだけなのです。は？じゃああれ？大金持ちが楽しむ娯楽の殺し合いさせてるってこと？テレビ電波を流してるだけって。だってここには私たちが。まったくもう。鈍いなあ。さっさと気づけよ。つまりはこういうことなんだ。ワクワクドキドキ。この殺し合い学園生活は、へえ、完全生中継により全国ネットで絶賛放映中なのだ。なるほど。エクストリーム。この殺し合い学園生活は完全生中継。ってことは政府公認ってことこんにちはーって。何度言われようとも意味がわからない。意味が分かってもその意味が全くわからない。限定生配信中ね。全国ネットとか何の情だ。本当なんだそれ。そんなことが。電波ジャック。ありえねえ。監視カメラの映像をテレビに流してるんか？そんなんいくらなんでも不可能だべ。その過信がお前らの危機管理の甘さなんだよ。ちょっとしたコツさえあれば。テレビ電波のジャックなんて、そんな簡単にできるの？本気で言ってるのか？もちろん。きしんでいた？僕の精神が音を立てて、きしんでいた？じゅくじゅくと不気味な音を立てて、きしんでいた？ね。すべてに意味があったんだよ。僕が、ことあるごとに、学園の謎に迫るヒントをあえて教えてあげたのも。読めてた？すごい！読めてた！お前らをここにおびき出したのだって、そうだよ。朝読書の会があった。朝読書で、1日20分毎朝20分読書にしてるんだ。意味もなくそんなことするわけないでしょ。ぷぷぷ。すべては全国の視聴者諸君に向けた前代未聞の絶望的公開生中継のための絶望エンターテインメントを演出してたのです。二度寝しそう。より集中してね。やっぱ集中力を上げるには読書だから。よりね、集中して睡眠、何事にも集中力必要だからね。大事よね、二度寝のために。大事よね、必要だよ。視聴者諸君、そう。見てるそこの君、そういうこと。これぞ究極のリアリティショー。まさしく、リアル絶望エンターテイメント。何言ってんの？小学校の頃やってたの？えらい。じゃあやっぱそういうことなんだ。大事なんだ。なるせ正式に言うと25分なんだけど、あれ、ゴッホの、あれを開いて、
綺麗な音楽を流して心地よい風景を見ながらポロモードタイマーをつけて読書だけする。それ以外触んないっていうのをしてる。集中力が欲しい。寝る前か迷ったけど先に朝に見ることにしてる。昼にならないようにしようね。ゴッホの本じゃない。ゴッホのアプリの活用してるんだ。へえ、そうなんだ。やっぱ大事なんだ。小学校からってことはあれか、やっぱ教育部門で必要なのか。集中力は大事だね。そうだべ、助けに来ねえわけがねえべ。実はすでに来てたりして。はいっていうか所詮他人事だからね。テレビを見て危ないと叫ぶ人がいたとしても本気で助けに向かう人なんていやしないでしょ。でもさ、ゴッホのお部屋をさ綺麗にしたくてもさ、その綺麗にするために何時間も時間が解けるからなかなかマルチルームの制作まで触れてないんだよな。あのアプリ使いたいんだけどな。まだソロ部屋しか編集してないからな。もったいない。さあスチームにあるやつ、あれ楽しいよ。なんかお部屋のいじるのが、あれお部屋いじれるやつ、あれにタスクを入力したりできるのがついでにいいんだよね。バカな。完成は何年後かになる。だが公共の電波をジャックするなど天文学的な資金や設備が必要となるはずだ。なぜそこまでするのかって、それはね、まだ内緒なの。だってみんなには先にやることがあるでしょ。先に？もちろん。例のやつだよ。裁判？死体が発見されました？死体が発見されました。あれでもラグ悪くない？だってみんなが植物園のとこに集まってたのって結構前だよね。成瀬の死後に評価されそう。ゴッホ。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。はい。なんで今見つかったことになってんだろう。学級裁判ってじゃあまさか。じゃモノクマファイル。誰の死体？工場長も時間溶けてくし、最近成瀬は1日30時間くらい稼働してる感じだな。48時間1日48時間稼働してるそうだよ。もっとだよ、48時間。ワクワクのドキドキだよね。今日はたくさん反響がありそうだな。あの死体は誰なの？楽しみ。やっぱ京子さんなんかな。やっぱ本当の死体だったんだ。爆発したやつ。モノクマは去っていった。意味不明で理解不可能な事実と絶望だけを残して。しばらく経っても僕らはその場を動けずにいた。動くどころか立ってるのもままならない状態。意味わかんねえべ。絶望的公開生中継とか、それにあいつはなんで生きてんだって。確かにもうやだよ。ここから出られると思ったのにね。どんな声？学級裁判って何なのよ。黙れ。決まってるだろ。学級裁判は学級裁判だ。白よ。つまりこれから俺たちは犯人を突き止めなければならないということだ。ちょっ
と白夜もこっち寄りの言い回しになってきたね。なんだろう。ちょっと、もう〇〇は〇〇なんだって、ちょっと近しいものを感じた。キリギリ京子を殺した犯人はな。どういうことだべ？やっぱりあれ、京子さんやったのかな？女の死体ということならキリギリも当てはまる。それにモノクマが動いてたとなると、黒幕である戦場ムクロは死んでいなかったということだ。800円はリスナーそうなんだ。茶化されなくなっちゃった。そうなんだ。あの死体は戦場ムクロじゃないキリギリ京子だったんだ。それ以外に考えられまい。あの死体がキリギリさん。殺された？そんなの嘘だ。そんなことあるわけない。だってまだ彼女のこと何も知らないのに。彼女が何者だったのかさえ聞いてないのに。それで終わりなんて。そんなの信じられない。信じられないよ。黙れ。お前が信じようと信じまいと関係ない。真実は真実でしかない。それでも信じられないというなら、お前自身が確かめてみるんだな。僕自身が。とにかく始めるぞ。でも確かにヒロインがいなくなっちゃうのか。いなくなっちゃったのか。でもそうだよね。戦場ムクロが生きてるということは、追いかけてた京子がやられててもおかしくない。にゃんにゃかにゃん、こんばんは。ウェルカムにゃんにゃかにゃん。でもさ、学級裁判が開かれるってことはさ、もしかして犯人ってそうだ。学園生活の参加者ということになる。じあゃあこの中の誰かがキリギリッチを殺したってんかそうとも言い切れんがな。葵ちゃんさえ残ってれば色気は足りる。葵ちゃんなかなかやられなさそうじゃない？結構一番残りそう。だって今そう言ったばっかじゃ。黙れ。お前らに説明している時間はない。俺も調べたいことが山積みなんだ。とにかく始めるぞ。命が惜しければお前らも必死に操作することだ。白夜ってやっぱ超高校級の、あれか。あれか。操作。警察じゃないか。白夜は御曹司なだけか。一番信頼できてた京子さんがやられちゃったら誰を信じればいいの？とにかくまずはモノクマファイルの確認。音楽が変わった。爆破による損傷が激しいため死体の身元は不明。わあ、かっこいい BGM になった。この爆破は被害者の死後に行われている。腹部のナイフの傷は背中まで達している。このナイフによる刺し傷は1箇所。また後頭部に殴られた形跡もある。鉄パイプ程度の太さの棒状のもので殴られた。他にも全身に数多くの傷跡があるが、ここ数日のものではなく、以前からあった傷のようだ。やっぱモノクマファイルでも被害者の正体は明らかにされてない。正体不明の被害者。あれは本当にキリギリさんなのか。あんな赤ネイルしてたっけな。京子さんのカラーってピンクな感じだから、ピンクとか紫とかそっち系だから赤じゃない気がするな。ネイル。それとも僕が確かめるしかない。でもシューズはキリギリさん履いてたのに似てる。自分の目で確かめてみるしかない。どっちにしろ真実を明らかにしなければ僕たちは殺されてしまう。行こう。現場の植物庭園に行こう。
でも誰かが亡くなってるのは確か。でれれれれれん。気になるところを調べていく。オッケー。ナイフが落ちている。爪の偽装を忘れるなんて、爪が甘いね、甘いね。多分そうだよね。爪的に京子さんじゃないってことは、京子に偽装させてる死体ってことだよね。それしか考えられないから甘いな。ギニャー。このナイフは苗木が預かってたやつ？きっと爆発の衝撃で吹き飛んだんだな。血がついてない。ナイフの傷は腹部から背中まで達していた。ということはこのナイフが致命傷なのか。それにしてもこのナイフ、見覚えがあるというか。これって、これだ。そうだ。あの時のあいつが手にしていたナイフ。そう、成瀬は毎日爪研ぎしてるから、そう、ピカピカでそうだよ。にゃーって、木に向かって爪研ぎしてる。なんだか妙だぞ。あ！で、さっきのナイフ持ってるイラストもう一回見たいけど、赤色だったネイル。ネイルが表現されてないな。おそらくここでもネイルがしっかりしてたら赤ならつけるよね。死体にネイルがちっちゃく映る死体に細かなネイルが再現されてるということは、ここの時点でもネイルがしっかりついてれば表現されてるはずだから、死んでる人とこの同じ格好をした人は別人ってわけ。ここで覆面の人物の腹部に刺さっていたのもあのナイフ。名探偵だ、成瀬。にゃんにゃかにゃんにはせや、こんばんは。ウェルカムにゃんにゃかにゃん。じゃあもしかしてこの覆面の人が刺された原因って、あの時無我夢中で反撃した僕がナイフを奪い取って、それで僕が、それにここで殺されてる覆面の人物がキリギリさんだったとすると、僕を襲った覆面の人物もキリギリさんってことになるはずだけど、どうして覆面なんかわからない。あの夜のことは何も覚えてない。でもまさかそんなことあるはずないよな。果たしてこれがな、キリギリさんは、でも手袋してたからタトゥーわかんないな。タトゥーついてたのかもしんないと言われたらそれまでだな。あれ？いや待てよ、さっきの寝ている時に襲いに来た時に右手の甲が見えてたナイフの持ち方してたから、同じマークが手にないということは、やっぱりお部屋に来たナイフ持ってたのはこの死体の人ではない。そういうこっちゃ。死体の爪の部分に何か付着しているみたいだ。これって付け爪、はあ、しかもずいぶん長い付け爪だな。狼のタトゥー、邪魔なくらいに長い付け爪だ。それに右手の甲の部分にも何かタトゥーか？やけどのせいではっきりとはわからないけど、
犬をモチーフにしたようなあまり見たことのないデザイン。ワンちゃん。なるほど。死体の下半身は濡れてないみたいだ。この死体が爆発で燃えた際、僕は燃えていた上半身だけに水をかけたんだ。だから下半身は濡れてない。え？どういうこと？何も間違ってないよな。わからない。間違ってんのかな。この被害者が身にまとっていた白衣もすっかり焼け焦げている。犬派か犬派なんだ。タトゥーまで彫ってるってことは相当な犬派だ。今は一部しか残ってない。上半身にしか水かけてないってことは何もおかしくないんだよねってことはどういうことだろう。死体の上半身が黒焦げになっている。あの爆発で燃えたせいだ。しかも黒焦げになった上半身だけが濡れているけど、これはあの時僕が水をかけたせいだ。僕は燃えている上半身に水をかけた。だから下半身は濡れてなくて当然だ。つまり上半身だけが濡れてるからって何もおかしくない。おかしくないよね。わかんないな。おかしくないんだよな。わかんないな、エギ。そんな、なるせもわかんなくなったな。おかしくないんだよな。はずエグジット。はい。3箇所ある。ここも見てみるか。もう一回見るのか。見たよね、さっき。この右側みたいな右側。何かの破片。焼け焦げているせいではっきりとはわからないけど、どこかで見覚えがある。どこで見たんだ？見覚え？ないけどな。もしかしてあの場所か。後で確認しに行ってみた方がいいかも。まあわかるでしょ、苗木が。にゃんにゃかにゃんプレイビートこんばんは。ウェルカムにゃんにゃかにゃん。モノクマフラワー。ゴミでもプラスチックでも人間でも食べるって本当なのか。とにかく事件には関係なさそうだし、この花には近づかない方がいい。鶏減ってないか心配。あれ ?5 羽いたよ。4羽。あれ、鶏がいない。下出た。水飲んだ。コーヒーか。はがくれくんちょうどよかった。あのさ、飼育小屋にいた鶏って何羽だったか覚えてる？ 5 羽いたはず。ぴったり5羽。そうだったよね。どうしたん？足りないんだ。鶏が4羽しかいない。いつからいなくなったんだろう。ゲードよ。昨日の夜時間前に見たときはちゃんと5羽揃っていた。なんだべ。出荷されちゃった誰にしよっかなって選ばれた1羽がいたってこと？陰謀だべ。
ジグソーパズルで考えてみりゃわかる。一つ足りないだけでも世界は未完成のままだべ。食べられちゃった？鶏が減った理由か事件に関係してる？本当？何に関係してるんだろう、鶏が。結局あの死体は誰なのよ。誰であっても私は見ない。気絶するのは一緒だし。そっか。スプリンクラー7時半に作動する設定。あれ待てよ。スプリンクラーが7時半に作動するってことは、死体が朝7時半よりも前にここにあったなら、当然死体も濡れているはずだ。だけど下半身が濡れてないってことは、7時半以降に死体が置かれてた。じゃあ殺人が起きた時間帯って、苗木素晴らしい。苗木くんすごいな。あの死体ってさ、爆破される前はどんなだったっけ？確か顔に覆面をかぶってて、体は白衣に覆われていた。それで腹部にはナイフが刺さっていて、血で染まっていた。あ、血が鶏の血とかそういう感じかな。血は止まってたみたいだったけど、まだ乾いてなかったよね。触ると汚れる危険性があるって戸上くんも言ってたし、ただ血の量の割には周辺の床に血痕とかは見当たらなかったんだよね。確かにお腹って出血すごいんじゃなかったっけ、この辺って。なのにここだけで出血が終わってるのも違和感ってこと？よーし。なるほどね。苗木のおかげで思い出せた。僕も朝比奈さんの説明したおかげであの時の状況を思い出すことができた。お互い様だよ。ふむふむないけど、数々の事件を見てきた成瀬からしたら、そうわかるよね。腹部の出血ってすごいってよく見るよね、映画でもさ。ご経験はないけど。まあ名探偵だからさ、僕は。この物置の中も一応調べておくか。何がなくなってるんでしょうか。埃っぽいし、ごちゃごちゃしてて典型的な物置って感じだけど。白いビニールシート。この物置にビニールシートなんてあったっけ？あったかもしれない。事件に関係しているものかもしれないし、一応調べておくか。この動き、手慣れている。たしなんでおります。少したしなむ程度。あったっけな。この植木鉢は関係なさそう。関係ないなら触れないようにしてよね、苗木。これは芝刈り機。あ、ダイヤモンドある。今は関係ない。肥料も関係ない。何も関係ない。はい。ただビニールシートがな感じか。話がある。何？つまりアリバイを聞きたいんだ。つまりだ。昨日の夜時間以降のアリバイだ。言ってみろ。僕は体調が悪くてずっと寝てたけど、
でもなんで急にアリバイなんか？当然だ。この殺人は昨日の夜時間以降に起きてるからな。どうしてそんなことわかるの？ふん。昨日の夜時間直後、俺はこの植物庭園に来ているんだ。ふむふむ。モノクマが動かなくなった件を伝えるため、他の連中を探している最中にな。ここには葉隠れを呼びに来た。ここ数日あいつは植物庭園に入り浸っていたからな。へえ、葉隠れ？その時俺は確認している。この場所に死体がなかったことをな。つまりだ。殺人が行われたのはそれ以降。俺が植物庭園に来た昨日の夜時間以降ということになる。だがな、昨日の夜時間以降、俺と葉隠れと深川と朝比奈はずっと体育館にいたんだ。俺は植物庭園で葉隠れと合流した後、すぐにあの二人の個室まで呼びに行ったんだ。それ以降俺どうして苗木にも来てくんなかったの？なんか意図的にさ、お前だけアリバイがないんだよっていう流れを作りに来てない？白夜。苗木に塗りつけようとしてる？もしかして俺たち4人は体育館でモノクマの解体作業に取り掛かっていたんだよ。白夜怪しいよね。だって苗木にも呼びに来てくれたらいいじゃんね。その間は警戒のため単独行動を避けていた。どうしてそんな単独行動避け、苗木ってなんかあれだっけ？体調悪かったとかそんなんだったっけ？ひどくない？苗木に意地悪してる白夜。俺たち4人にはアリバイがあるんだ。完璧なアリバイがな。逆にアリバイがないのは犯人だね。苗木じゃなく白夜。僕とキリギリさんだけ。わっ、ありがとう、センキュー。わあ、ありがとう。ウェルカムニャンニカニャン。センキュー、タートルドッグさん、センキュー。ありがとう。Have a nice day. ありがとう。ウェルカムニャンニカニャン、こんばんは。from シャドーバースかな。ありがとう。Thank you. Welcome ニャンニカニャン。なんだったっけな？ Just a moment? これだっけな？これだっけな？ Just a moment. ありがとう。Thank you. どれだったっけな？シャウトアウト Just a moment to which コマンドシャウトしてあげるの。あ、これだ。スラッシュ、これ覚えなきゃ。ありがとう、検索。あ、できたかも。これであ、こうかな？あ、できたー！ Thank you! Thank you! ありがとう！ Have a nice day! ありがとう！ Thank you so much! ウェルカムニャニカニャン、お疲れ様。シャドーバースからかな。ありがとね。Today, Thinking Game 弾丸論破メニ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 ミステリー。そう、ミステリー。Thank you。ありがとう。お疲れ様でした。Thank you。レイド。ありがとう。ジェントル。Thank you だ。できた、できた。シャウトアウトできた。コマンド覚えたよ。ありがとう。そうだ。うん。あの死体がキリギリだったとすると。アリバイがないな、僕だけ。それに朝比奈と深尾を呼びに行った際、お前の部屋にも寄ったんだが。なんだ。まるで反応がなかったな。一体どこに行ってたんだ？ああ、一応部屋に来てくれたんだ。だけど寝てって体調が悪かったから、白夜は一応苗木にも声かけてくれた。優しいね。コロ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 。
コロコロ変わる。じゃあ白夜は悪い人じゃない。はそれではアリバイにはならないな。そうだよね。どうする？状況はお前に不利なようだぞ。僕だけにアリバイがないなんて、それってかなりまずくないか？まずい。戸上の証言をメモした。あ、葉隠れも怪しいよね。今は11時だべ。それがどうかした？リアルな話、この死体を発見したのって何時くらいだったかなと思ってさ。死体の発見時刻か。僕の朝からの行動を振り返りながら思い出してみるか。僕は7時のモノクマアナウンスで起きて、その少し後で食堂に向かった。そこで朝比奈さんと会ったんだ。多分7時半頃だな。その後みんなが集まってる体育館に行って、みんなと合流した後、学園長室の前まで行ったんだ。そこでツルハシを取りに行った深川さんがこの死体を見つけたんだよな。あの時の時間が。ところで深川、今は何時だ？さっき体育館を出るとき9時前だったので、今は9時ちょうどくらいかと。じゃあスプリンクラーの後、9時くらいだったはず。だべ。そういやそうかも。つまり死体発見時刻は9時ってことで良さそうだ。少ないな、葉隠れくんの役目。事件の時間経過を手帳に記録しました。他は監視カメラぐらいかな。いつでもカメラがついている。モニターも見とくか？これも見とくか。モノクマが映るモニター。それぐらいか。じゃあ外にはまだ出れない。あ、スプリンクラー。あ、にゃんにゃかにゃん、こんばんは。ウェルカムにゃんにゃかにゃん。天井のあの突起物、あれはスプリンクラーか。ラッキー。これぐらいかな。誰に話して終わるんだろう。つまりだ。そうだ。アリバイ。よし。もう調べるとこないな。深川ちゃんももう話したし、もう一回見とく？もう一回。僕が水をかけてせいで濡れた。これもう動けない。気になるところがある。どこだろう。話してない人いたっけ？母ちゃんも話したよね。話した。葉隠れも話した。あれ？なんと話すんだろう。もう一回見てみる。ビニールシート。もう一回見てみる。なるほど。片面は濡れてる。
はいはいはい。これさっきなかった情報だ。これで OK かな。片方だけ濡れてるっていうことはかぶせてた。まだ終わりじゃない。この現場以外にも調べなきゃいけない場所があるはずだ。この破片ってどこで見たことあるんだろう。この破片の正体を調べるためにあの場所に行かなきゃいけない。苗木は分かってるけど成瀬は分かってないな。あの死体は本当にキリギリさんなのか。だとすると、ほらこれ右手の甲に狼のマークがないから、ワンちゃんのタトゥーが入ってるこの死体とはまた別人だよね。あの場所へどこだろう。その答えもっとキリギリさんのことを知れば見えてくるかもしれない。いつも自分のことは何も話してくれないキリギリさんだったけど、キリギリさんの部屋に行けばもう少し彼女のことがわかるはず。 OK。 決まりだ。キリギリさんの部屋の鍵ってかかってないよね、確か。諦めろ。鍵を渡せって言われてたし。キリギリさんの部屋の鍵受け取ろう。ねえ、戸上くん。アリバイの言い訳なら後で聞く。学級裁判の時にな。いや、そうじゃなくて、キリギリさんの部屋の鍵を持ってるんでしょ。それを貸してほしいんだ。鍵を貸すわけにはいかんな。お前だって容疑者の一人なんだ。じゃあ一緒についてきてほしい。なんだ。俺と一緒なら話は別だが。白や。さてはツンデレだな。ついてきてくれるのはだが俺は調べることが他にもある。後でまた声をかけろ。じゃあな。一緒に行きたいならそう言えばいいのに。その時の機嫌次第では連れて行ってやるかもしれん。後でか。だったら別の場所の捜査を先に済ませておいた方がいいよな。あの場所の捜査、あの場所ってどこだろう。一緒に捜査のくんかくんかする。犯人の痕跡はくんかくんか、こっちじゃない、あっちかな。くんかくんか。あ、美味しそうな匂いがするね。くんかくんか。まずそうだね、キリギリさんの部屋行けないから。待って、あの破片ってどれだ。見覚えないこれ。久しぶりすぎてというか、あったっけこんなお部屋にあったっけな。なんだろう。額にも見えるし、でも端っこなんか止まってるのにも見えるし、機械。チャッピーに聞いてみるか。スクショ撮って、これ何の破片ってこれ何の破片。ナルセは警察ニャンになれなかった。すぐ匂いで食べ物の方に行っちゃうから、食べ物しか嗅ぎたがらないから警察ニャンになれなかったんだ。歩いていくしかないのか。科学室とか思い当たるとこ行ってみるか。どこで見たっけな。違うな。元通りになっている。案外ロビーとか。びっ
くりマークついてるってことは体育館のものかな。ちょっと見覚えない。あ、これ解体されたモノクマが転がってる。だべ。爆弾。え？なんだべモノクマに内蔵されていたもの。あ、それが爆発したってこと。なら。で、この爆弾が使われたんだ。植物庭園に落ちていた例の破片。これわかんないね。あとはキリギリさんの部屋をもう一回頼みに行く。白夜お散歩連れてってくれないかな。ちょっと聞いてみよう。植物庭園。眩しい。ギリギリさんのベッドにダイブじゃ行くぞ。ー。やったーかわいいリードを加えてこれ持ってってするワンちゃんのとか動画かわいいよね。これ持ってって散歩行こうってするワンちゃん賢いよね。やったー。ここか。ここなんだな。カッチャン開いたぞ。失礼します。ドキドキ。あ、綺麗にしてある。ここがキリギリさんの部屋か。くんくんくん。いい香りだ。これは6。テーブルの上に何か置いてある。木の札？なんだ。何に使うものだ。多分鍵だと思う。下駄箱で使われる鍵。銭湯なんかに行ったことない。戸上くんが銭湯なんて想像つかないもんな。ありえるな。だが鍵か。そう言われてみれば見覚えがあるかもしれん。どこで？あれは確かブドウ城のロッカー。鍵あったな、あそこ。あったな。居酒屋の下駄箱。超高校生たちに。なるほどね。ちょっとシャワールームを覗いてみるか。綺麗に使ってるかな妙なものが干してあっても困るから中は覗かない方がいいよな。紳士妙なものって何かしら。失礼ね、妙なものって言って。じゃああれか、ぶどうの部屋。歩いていくのかしら。まだ調べることあるだろ。ベッドだけどカメラ遠慮してる場合じゃない。すいません。ありえるな。武道場に行こう。なんだ。何おい。キリギリさんは懐から何かを取り出すとそれを僕に差し出した。これってそうね。決意表明。今はまだ開けないで。
ああ、もしものことがあった時に読んでって言ってた手紙。なんだその封筒は。今見る時ってことか、もしものことって。なら開けてみ面白いろ。今はそのもしものことがあった後だ。まだ調べる場所が残ってるだろう。シャワールーム。ダメだった。なんだろう。一枚の紙切れが入っていた。ベッドシーツの下。なんだ。封筒に入ってたのはこれだけ？そうみたい。怖い。ベッドの下見るの怖くない？あ、シーツの下？シーツの下ってことか。びっくりした。ってことはベッドだ。何が隠されてるんだろう。一体何が。半信半疑でシーツをめくり上げてみると、これって僕が見つけたのはしわくちゃになった一枚の紙切れだった。ほう。第78期生在学生名簿。戦場むくろ？なるほど。出てきた。プロフィール。キリギリさんが学園長室に忍び込んだ時、鍵と一緒に盗み出したんだな。ははー。鍵とホニャララのホニャララがこれがキリギリさんが残してくれたもの。犬字はごめんだと言ってたキリギリさんが干渉に浸ってる時間はないぞ。さっさと確認だ。気を取り直してプロフィールに視線を落とした。戦場むくろ、女性、超高校級の軍人。絶望じゃないってこと？あれ？絶望はじゃあまた別の人がいるのかな？軍人なんだ。細身の外見にはそぐわず、あらゆる武器の扱いに長けた戦闘のスペシャリスト。じゃあ、さくらちゃんともしかしたらいい勝負ぐらい強いんかな？戦闘のスペシャリストってことは。幼少の頃からミリタリーに特別な興味を抱き始め、その世界にのめり込んでいった。小学校高学年の頃に国際サバイバルゲーム大会で優勝。それと同時に現代軍事関連誌などでの執筆も始める。へー。だが中学入学直前、家族旅行で行ったヨーロッパで失踪してしまう。当時は日本人少女誘拐事件として新聞やニュースにも取り上げられる騒動に発展したが、当局の捜査も虚しく、彼女が見つかることはなかった。しかし、その3年後、突如として単身で日本に帰国。どうやって帰ってこれたんだ？彼女は姿を消していた3年間を傭兵部隊フェンリルで過ごしていたと告白。ほう。誘拐されたわけではなく、自らの意思で傭兵としての訓練を受けていたという。だがどうして今になって突然の帰国を果たしたのか、その理由に関しては不明のままとなっている。へー。戦闘のスペシャリスト、軍人だの戦場だのって次元が違う、住んでる世界とか育ってきた環境とかそういうことじゃなくて、フィクションとかノンフィクション比べることにすら意味がない。それくらいに次元が違う。それが一般人である僕の感想だった。なるほどな。フェンリルか。こんなところでその名前を聞くことになるとはな。白夜は知ってるの？当然だ。傭兵部隊フェンリル。狂った戦争や連中の集まりだ。だが何かと便利に働いてくれる連中でもある。覚えておいて損はないぞ。いや、明らかに僕とは無関係の世界だし、
じゃあさくらちゃんとタイマー張ったら互角ぐらい強いんかな。少々気にかかるな。確か噂ではフェンリルはすでに見つけ。雑魚キャラっぽい主人公と主人公っぽい雑魚キャラ見っけ。モノクあれあれ。マ、おやお前らが手にしているのはなんと、そのプロフィール見ちゃったのね。じゃあ戦場ムクロ生きてんだ。さくらちゃん銃弾通らなそう。確かに。何言ってんの、さくらちゃんだって乙女なんだから。傷つくんだよって葵ちゃんが言ってたじゃん。だったらどうだって言うんだよ。こらこら。そうビビりなさんなって。別にお前らを責める気なんてないよ。もちろんそれを盗んで隠した姑息なキリギリさんを責める気もありません。へえ、ぶっちゃけ泥棒禁止って拘束なかったしね。ほう、多めに見てくれるんだ。だけど拘束違反して学園長室の鍵を壊しやがった大神さくらは許せないね。死体を引っ張り出して切り刻んで食ってやろうかしら。クマは雑食だしね。死体って引っ張れるの？まだなんだ。拘束違反は許せない。あくまで拘束にこだわってるようだな。そりゃそうだ。学園生活は拘束の上に成り立ってんだからさ。だから学園長たる僕は拘束を守らなければならないのです。拘束を守るか。ではその拘束はお前自身にも適用しているんだな。もちろん。当たり前じゃん。お前らに不公平だって騒がれるとムカつくし。そしてこだわるついでにお前らにいいこと教えてやるよ。いいこと？その拘束の適用者について、つまり殺し合い学園生活の参加者についてだよ。あ、確かに今まで参加者の人数言ってなかった。参加者の人数について僕の口から言ったことはなかったと思います。がそろそろここらではっきりさせた方がいいんじゃないかと思って。ね。待って、勝手にスキップしないで。戦場ムクロ生きてる？じゃああの死体は？キリギリさんと見せかけた戦場ムクロの死体と見せかけたキリギリさん？飛ばしちゃった、ボタン押しちゃった。つまり、そう、15人じゃないんだ。まあ、確かに椅子はあったよね、最初から。誰かいるのか後から来るのかなの席が16人目の席があったよね。はい。これでようやく来るってこと？もしか最初からいたのかな？この殺し合い学園生活に参加している高校生は全部で16人だったのです。じゃあ戦場ムクロ、この学園に潜む16人目の高校生、超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生、戦場ムクロに気をつけて。ね、もしかしたら京子さんの手袋の下にタトゥーあったのかも。じゃああの死体はやっぱ京子さんなのかな？戦場ムクロが生きてるならね、耳元でね、ちゃんとイヤホンで聞いてくださいね。このゲームは不意に耳元で喋ってくれる、とてもこう寄り添ってくれるゲームだからね。拘束の適用者。じゃあ戦場ムクロって人は特別対応されてるわけじゃなく、同じように規則も罰も受ける対象ってこと？罰を与える側じゃなく。なぜだ。なぜだ。は？なんか言った？なぜわざわざ俺たちにそんなことを教える？確かに。それはね、さっきも言った通り、この殺し合いは
絶賛絶望生中継なわけですよ。大勢の視聴者もいることだし、ルールをはっきりさせておく必要があるかなって。ねえ、誰が見てるの？やっぱあれ？大富裕層がお金出して殺し合いさせてるみたいな映像があるってこと？後でクレームの嵐なんてことになっても困っちゃうじゃん。はい。そういうことだよ。さてと。僕のヒントは以上だけど、おまけに報復としてもう一つだけ教えちゃおうかな。報復？にゅほほほほ。姑息なキリギリさんへの仕返しとして、今度は僕が彼女のプロフィールをバラしちゃうな。超高校級の何々かがやっと聞けるってこと？キリギリさんの。あのね。彼女ってさ、年がらで、つけてた。待って、じゃ、もしかして、手袋の下にはタトゥーがあるの？キリギリさん？彼女ってさ、年がら年中新規臭い手袋を身につけてたでしょ？僕は葵ちゃんに200万。はったはったーここだけの話、あれってね。両手にある人に見せたくない跡を隠すためのものらしいよ。はい、引っかかりませんよ、私は。右手の甲だけだから、このタトゥーを示してるわけではない。両手ね、両手に見せたくない跡があるってことは、あのタトゥーではない可能性があるな。あの死体は右手の甲だけだったもんね。僕からは以上です。それじゃあ後ほど学級裁判でお会いしましょう。左手にはにゃんこ、右手にはワンちゃん。かわいい。かわいいタトゥーだ。キリギリさんが手袋をつけていたのは両手にある人に見せたくない跡を隠すため。まさか手の甲にある跡って、苗木ミスリードよ、これは。これはミスリードでしょう。あのタトゥーのこと？いや、待てよ、だけど。そう、モノクマは人に見せたくない跡って言ってたよな。つまりキリギリさんは手を隠すために手袋をつけていたってことだ。だとすると、つけ爪つけてて手袋ってなんか不自然だよね。またキリギリのことを考えているのか。なんだ。だがそんな場合でもないぞ。今のモノクマの罠について探るのが先だ。だよね、罠だよね、これ。モノクマの罠？グミンね。お前の鈍さはもはや神が与えたペナルティーだな。初めて聞いたペナルティー。今モノクマが言ってたことをもう一度よく思い出してみろ。学園生活のメンバーには16人目の高校生、つまり戦場ムクロも含まれている。そうだ。戦場ムクロも拘束の適用者。モノクマはそう言いたかったんだろうな。だがモノクマはなぜこのタイミングでそんなことを言うんだ？これモノクマの中の人入れ替わった？学園長がモノクマに切り替わって、モノクマをやってた戦場ムクロが死んじゃってる？そういうこと？ギリギリ、キリギリも乙女だからね。そう、みんな乙女。さくらちゃんも乙女。熊の名は熊の名は声優変わっちゃったか。中の人変わっちゃってない？これ。なんか、戦場ムクロの名前を出してきたってことは、戦場ムクロに罰を与えるか、犯人役になるから、
参加者を言わないと不公平だから、ついに学園長大元の黒幕がオープンにしてきたってことかな。後で文句がほら出ないようにルールをはっきりさせておくためって言ってたけどそういうことを裏を返せば、戦場ムクロは今回の事件に関係しているということになる。だからこそモノクマは前もって16人目の高校生の存在を明かしたんだ。アンフェアにならないようにな。そうだ、だから中のクマの人変わってる。これ学園長になったのかな。戦場ムクロが事件に関係している。ありえるな。もしくは戦場ムクロがモノクマで、でもなんか発言がちょっと変わってたよね。モノクマの喋り方がギャルになってた。なんかギャルになってなかった。久しぶりに現れた時のモノクマのあんただったっけな。ギャルと言われたらギャルだったかもしれないけど、ギャルだったっけな。戦場ムクロが犯人だとすると学級裁判が開かれることにも納得できる。でも学園長がギャルかもしれないよね。心が30代男性ギャルかもしれないよね。学園長がモノクマになってるのであれば、心がギャルな学園長かもしれない。これも間違いなく生徒同士の殺し合いということになるんだからな。戦場ムクロが犯人？キリギリさんを殺した犯人と、そこまでなら誰にでも想像のつくことだな。実際捜査開始当初の俺もその可能性を信じ込んでいた。なんだ。だがさっきのモノクマの発言で考えが変わった。決まりだ。戦場ムクロは犯人ではない。殺されてる側だ。どうして？超高校級の絶望戦場ムクロは黒幕の正体と考えられるはずだったな。だった30代男性ギャルあまりにも強い。まあね、学園長たるものありえるよね。どうして黒幕が自分に不利になるようなことをわざわざ言ったりするのか。そうだよ。成瀬の推理と白夜は一緒だ。そういえばそうだ。つまり戦場ムクロが怪しいと思わせるような発言をあえてするということは、逆に戦場ムクロは犯人ではないということになるはずだ。だから罠。戦場ムクロを怪しいと思わせることで僕らを間違った答えに誘導しようとする罠そう考えられるはずだ。そう言われてみるとそうなのかも。だけどそうだとしたら16人目の戦場ムクロでもないんだとしたら、本当の犯人って誰？さてと、どうやらこの部屋にはもう用はなさそうだな。武道場ね。はい。行くぞー。このロッカー。の鍵。木製のロッカーがある。ここの鍵も銭湯の鍵みたいだな。イエーイ。なるほどな。右端のロッカーを見てみろ。妙だな。あのロッカーにだけ鍵が差し込まれてないようだぞ。つまりさっきの鍵を差し込めばいいんだよね。やってみる。木の札を取り出し差し込むとカチャ。鍵は見事に吸い込まれ、そして僕はロッカーを開けた。矢が入っている。全部で10本くらいはありそうだ。ジュラルミン製の矢だな。ジュラルミン製使ってるんだ。細さの割にかなり頑丈なはずだ。
ただし弓がなければただの頑丈な細い棒でしかないがな。頑丈な細い棒か。ジュラルミン製。このロッカーの中、あ、なんか下に落ちてる。他には、丸められたガムテープが転がっている。しかもこのガムテープに付着しているのは、いいよね、ジュラルミン。あなたもジュラルミン使ってるのいいよね、ジュラルミン。なるせもジュラルミンかななので、ジュラル。結婚だよな。なるほど。結婚ということはこれも事件に関係しているものかもしれんな。このガムテープが事件に関係してる？でも関係してるってどう関係しているんだろう。わかった。人間の、例えば今回でいう死体？お腹にガムテープを貼って、で、そこに、血しぶきが上がりにくいように、ガムテープをお腹にペタペタこう貼って、で、そこに、このジュラルミン製の矢を、束にして、思いっきり刺す。そして、血痕が散らばらないようにできるとか？でもおかしいよね。傷口、ナイフとか、オーダーされたとかだから、この矢で殺害が起きてないはずか。ロッカーの中で気になったな、これくらいが。ジュラルミン製ってかっこいいな。初めて聞いたかも。戸上くんどうしたの？妙だな。初めて聞いたかも。2週目。妙だとは思わんか。このロッカーには明らかに事件に関係しているものが入っていた。血？だがそんなロッカーの鍵がどうして被害者であるキリギリの部屋にあったんだ？確かなぜだ？ひょっとすると、もしかして、京子が犯人ってこと全然記憶にないジュラルミン製。でも響きはいい。戸上くん。なんでもない。それより次の場所に急ぐぞ。次の場所なんだ？植物園かな。フェンリルだ。フェンリルについて調べるぞ。フェンリルね。戦場ムクロが言っていた傭兵部隊だよね。でも調べるってどうやって？調べ物と言ったらどこだ？図書室。あの書庫？そうか。世間に公表されていない情報まで揃っている。あの書庫になったら。行くぞ。はい。行ってきます。そういうあれ iPhone のケースとかにも実際に使われてる素材なの？ジュラルミンっていうの。そういうあれなの？プラスチックとか鋼とか金とかの仲間にあるやつ？ジュラルミン。あ、ほんとだ、出てきたケース。アルミ？へえ、アルミニウム合金だって。へえ。へえ。アルミトランク。よくあれか。この中に、千万入ってる。そちらに先に渡してもらおうか。じゃないと人質は渡せねえとかいうのに使われる。ケースの素材。アルミ系なんだって、ジュラルミンって。へえ、ホールアウトにも出てきたようなケース。あれか。ジュラルミン素材。へえ。すでに書庫を知り尽くした様子の戸上くんは、
まっすぐに奥の棚まで歩いていき、あったぞ、これだ。そして一冊のファイルを手に戻ってきた。どれどれどれ。それよりも戸上くんの話を聞こなるほどな。う。見てみろ。読めないよ。これって何語？あ、タトゥーのマークだ。まさか高校生にもなってフランス語も読めないなんて言わないよね。いや、日常受会しないとね。日常受会なかったらね、どんどん忘れてちゃうよね。大半の高校生読めないと思うけど仕方ない。俺が読んでやろう。ただしこの借りは100倍にして返してもらうぞ。100倍って破格だな。フェンリルとは中東を本拠地とする戦闘のプロ集団。民間軍事会社などとは一線を画す直接戦闘行為に特化した荒々しい戦闘集団だ。へえ。隊員1人が一般兵100人に相当する戦力を保有しているとさえ言われてる。じゃあさくらちゃんよりも強いんじゃないの？戦場ムクロって。まさに週末の狼。かわいい。お散歩行こう。週末の狼を意味するフェンリル同様に、戦場では誰もが恐れる存在。へえ。公にはされてないものの、過去に数多くの戦闘や軍事作戦に関与してきたらしい。だがしばらく前に、突如として活動を停止。週末はいかがお過ごしですか？天気が良かったらお散歩行きたいね。ねーって可愛い狼だ。現在ではその存在すら確認できていない。主要メンバー全員が殺害されたとの情報もあるが、確認が取れていないため定かではない。各国の軍事機密を握っていたため口封じのために潰されたとの噂もあるが、一部では内部紛争の結果による自滅だったとの見解もある。ね、まさか戦場ムクロが数年後戻ってきたっていうのは、その組織に誘拐されてそこを壊滅させて帰ってきた可能性があるね。なんだ。なんていうか次元が違いすぎてこれもまた現実。俺たちの世界と地続きのな。それに戦場もここでの生活も似たようなもんだ。想像の及ばない予測不可能の世界だからこそ面白いんだがな。面白くなんかないよ、これっぽっちも。それより気になったことはないのか。フェンリルについて知る最後の機会だぞ。気になったことといえば一つだけ。何週末の狼だ。ついでにそれと関係することをもう一つだけ教えておいてやろう。フェンリルに所属する兵士たちは自分たちが組織の一員であることを示すために刻印を刻んでいる。体のどっかに。じゃあ死体はやっぱ戦場ムクロってこと？フェンリル週末の狼、それを表す刻印。もしかすと死体は戦場ムクロってことだ。じゃあ誰がやった？時間はありとあらゆる生物、物質、現象に地味ですが確実な攻撃を浴びせ続けているのです。京子さん。僕らは少しずつ着実にダメージを負っている。そのことをもっと自覚するべきなのです。というわけで時間ですよ。卓球裁判を始めます。
イエーイ。じゃあお前らはいつもの場所にさっさと集合してください。はーぷぷぷ、また後でね。い。ねえ。どうやら時間のようだな。ここから先は学級裁判で明らかにするしかないってこと。そうだ。はい。行きますか。セーブ、セーブ。できない、ここじゃ。こんだけしかいない。疑いたくないよ。で、やられてるのは戦場ムクロでしょ？タトゥー的に。二人してどこ行ってたの？急にいなくなって。全然戻ってこないしさ。調べ物に決まってるだろ。いちいち聞くな。大事の分際で白夜様と二人きりで調べ物羨ましいよね。そうだよね。深川からしたらさ、白夜大好き深川は苗木じゃなくて深川ちゃんと一緒に調べ物してほしいもんね。そりゃそうだ。嫉妬するでしょう。おいおい気色悪い想像してんじゃねえだろうな。なんだ。相談をやめて気を引き締めろ。そろそろ来るはずだぞ。でもルーラーするしかないよね。ローラーか。ローラーね。あいつが来る。これから起こることを想像し、僕は思わず身構えた。だけど妙なことに5分待っても10分待っても。なぜだ。なぜモノクマは来ない。もしかすると合ってる？ルーラー作戦って合ってる？違う？ローラー作戦だっけ？どうする？もう少し待ってみる？それともローラーか。それ、あれ来た。誰が操作してるの？じゃあ。だな。戦はムクロじゃないとしたら誰？そう、キャリーする。ルーラーを育てようって。もうルーラー作戦だ。ルーラーにペンタキル取ってもらうしかない。おい。説明してもらおうか。俺を待たせるとはどういうつもりだ？僕がお前らを待たせた？逆じゃない？お前らが僕を待たせてるじゃん。はあ？つまり、僕はお前らが揃うの待ってただけだよ。全員揃わないと始められないでしょ？戦場ムクロってどっかから参加してんのかな？はぁ？何言ってるのよ。私たちならとっくに揃ってるじゃない。揃ってないじゃん。だけど10分も待ったんだし、もういいよね。来ないやつは校則違反ってことで OK だよね。そうと決まれば早速処罰の手配を。京子さん、私ならいるわよ。京子っぽい。一斉に全員が振り返った。よかった。ちゃんと来てるわよ。よかった。生きてる。キリギリさん。生きてたの？幽霊だべー。あんたは黙ってていいわよ。そこから先は学級裁判でね。ほら、楽しみを後に取っておかないと。京子来た。遅刻のペナルティは特になしでいいのか。そうかしら。ちゃんと来たんだから。校則違反にはならないはずよ。そうだよね。ね、そうでしょ？そうです。姑息だね、キリギリさんは。本当に姑息だよ。確かにペナルティはないけどさ。だけどきっと後で後悔するはず。後悔させてやるよ。これ中身戦場ムクロっぽいけどな。じゃあ死体は誰？二人とも生きてたらどうする？京子も戦場もう生きてたらどうする？
ギリ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 セーフギリ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 セーフキリギリさんらしい。モノクマが去ったのと同時に僕らは一斉にキリギリさんの元に駆け寄った。キリギリさんじゃあイクサバムクロ生きてたら誰の死体だ？死んでなかったんだね。ええ、当たり前じゃないよかった、生きててよかった生きていたからといって俺たちにとって喜ばしい時代とも言い切れんがな。そうだべ、そいつは幽霊なんだべ。なんで死んだと思ってるの？葉隠は京子のこと。あれねえ、幽霊って思ってるのもちょっとおかしいよね。だってあの死体が京子さんだっていう筋は追いかけてたけど、確実に京子さんが死んだみたいにはなってなかったはずだけどな。勘違いじゃなければ。葉隠は幽霊って言うってことは京子さんが死んだという場面を見たのか、京子さんが死んだって自信があったのか。行くぞ。京子をと思って殺したけど京子が生きてたみたいな感じかな。葉隠が犯人だ。戸上くんはキリギリさんと一度も目を合わせることなくエレベーターへと乗り込んでいった。白夜様、待ってください。そうだな、急がねえと。俺らも何されるかわかんねえし。でも喜ぶのはこの学級祭盤を乗り切ってからだよね。そしてみんなも続々とエレベーターに乗り込んでいく。だけど僕には学級裁判の前にどうしてもキリギリさんに確認しておきたいことがあったんだ。あれ？ベッドシーツの下とか見ました。今までどこに行ってたの？例の鍵を使ってどこに行ってたん？どっかに行ってたんでしょ？それって？そう、寄宿舎の2階、そこで調べ物をね。2階。そうよ。モニターも監視カメラもなかったわ。おかげでモノクマには気づかれずに済んだけど、そのせいで私もモノクマアナウンスに気づくことができなかった。おかげでこっちで死体が発見されてたなんて全く知らなかったわ。知ったのはいつ？それは調べ物を終えて1階に戻った直後、そこで学級裁判が始まるってアナウンスを聞いた。ほう。そこから急いで現場を見て回った。何も知らないまま学級裁判を迎えられないでしょ？確かに。それで遅れてきたんだね。でも待たせて悪かった。だけどキリギリさんが寄宿舎の2階に行ってたってことはさ、あの鍵は寄宿舎の2階の鍵だったってこと？違うわ。正確に言えば違う。あれはつまり学園中のすべての鍵を解錠できるモノクマの秘密道具といったところかしら。マスターキーってこと？じゃあいろんなとこ行けるキーってこと？あのキーが京子さんが持ってるやつ。ちょっとどこに行ったんだろう。早くしないとモノクマに送られちゃうよ。苗木くん、詳しい話はこの学級裁判を乗り切った後にしましょう。釣られない？京子さんアリバイないけど。今はこの局面を乗り切ることに集中したい。どうやらおそらくここが私にとっての最大の正念場だから。私にとっての、なんだか妙な物言いだな。みんなにとっての難関というより自分にとってだけの難関みたい。じゃあね。先に言ってるわよ。考えすぎだよな。行きますか。ドキドキ。ドアが閉じた。こ
これだけで犯人決め合うと、この人数で耳障りな音に不安と恐怖が膨らんでいく。いつものこのね、不安な空気、希望の光なんかじゃない、絶望の光。それは絶望の光ですよね。楽しみ楽しみ。僕はこの時を待っていたんだよ。久しぶりに全員が集まるこの時をね。もう余計な冗談や前置きなんていらない。ワクワクドキドキ。さっさと始めようか。そして5度目の幕が開く。命がけの裁判、命がけの騙し合い、裏切り、謎解き、言い訳、信頼、学級裁判。はい、保存。弁論準備。11時20分、まあ巻きでいけば1時間半で終止符打てるかしら。特に新しいスキルセットは入れれない。特に誰とも仲良くなれてないし。よし、オッケー。ポン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 。まずは結構死んだ学級裁判の簡単な説明から始めましょう。学級裁判の結果はお前らの投票により決定されます。正しい黒を指摘できれば黒だけがお仕置き。だけどもし間違った人物を黒とした場合は黒以外の全員がお仕置きされ、みんなを欺いた黒だけが晴れて卒業となります。じゃあ、あとはお前らに任せるよ。まずは被害者の特定からだ。正体不明の被害者、あれが誰なのかをはっきりさせておく必要がある。死んだのはキリギリッチだべ。それ以外にありえねえだろ。これさ、葉隠れ、あの爆弾をロボットから取り出してたの、持ってたのも葉隠れだったし、やたらに京子は死んでるはずって言ってるってことは、京子と思って殺した相手が京子じゃなかったのにびっくりしてるの可能性がすごい濃厚。2、3時間コース。いや、1時間半で収める、頑張って。決着をつけるぞ。ギリギリならそこにいるじゃない。そうだよ。違う、あれは幽霊だべ。なんでそう思ってるんでしょうね。足もあるけど。おそらくそれは進化を遂げた最新鋭の幽霊なんだべ。バカバカしいにも程がある。あの死体がキリギリさんじゃないってことを証明すればいいんだよね。でも目の前にいるのに変装してるパターンもあるってことか。キリギリさんの特徴とあの死体の特徴を照らし合わせてみようか。キリギリちゃんの特徴って？手袋。これだ。キリギリさんの手袋だよ。そこに謎を解く手がかりがあるはずなんだ。それならキリギリが手袋を身につけている理由も説明しておいた方がいいんじゃないか。教えてくれるのかな。でコンプレックスじゃないの？小野熊から聞いたぞ。手にある人に見せたくない跡を隠すためらしいな。あ、そういえばあの死体って手袋してなかったよね。爆発で手袋が燃えただけだろ。そんなんじゃ俺は納得しねえぞ。みんな幽霊に惑わされてんだべ。あの死体がキリギリさんなわけがない。だけど一応説明しておきますか。葉隠れ仕方ないですわね。説明しときましょう。そこにいるキリギリッチは幽霊なんだ。そんなわけないじゃない。ならキリギリッチが幽霊じゃねえって証明してみろ。
あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。どうだろうね。しまった、手袋してたのかもしれない。そこにいるキリギリッチは幽霊な。そんなわけならキリギリあの死体って爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋。きっと手袋はしてたはずだべ。だって死んだのはキリギリッチなんだからな。バカバカしい議論だ。僕は知ってる。根拠？そこにいるキリギリッチは幽霊なんだ。そんなわけないじゃない。ならキリギリッチが幽霊じゃねえって証明してみろ。あの死体って手袋してなかったよ。爆発のせいで燃えただけだべ。じゃあ爆発前は手袋してたの？きっと手袋はしてたはずだべ。だって死んだのはキリギリッチなんだからな。わかった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 。議論だ。あの付け爪をしてて手袋なわけがないをつけばいいのかな。そこにいるキリギリッチはそんなわけ。ならキリギリあの死体って手袋してな。爆発のせいで燃えただけだ。じゃあ爆発前は手袋し。きっと手袋はしてたはずだべ。こういうことだ。それは違うよ。ありえないとね。取れちゃいそうだ、あんなの。あの死体は手袋をしてなかったはずだよ。うん。だってあの死体って付け爪をしてたよね。あんな付け爪をしてたら、うん。手袋をするのに邪魔なはずだよ。邪魔そう。それにキリギリさんが手袋をしているのは手を隠すためなんだよ。うん。手を隠したい人が付け爪をしてるなんてなんか変じゃない？見せたい人がしそうだよね。知らんのか。女心は複雑なんだべ。なんで葉隠れが知ってんの？女心を知らないのは確実にあんたの方だけどね。そうだそうだ。どうだキリギリ。この手袋はうん。日常生活に支障をきたさないように日常生活。私の手の大きさに合わせて作られている。付け爪なんかしていたらこの手袋はつけられないわ。もうずーっとつけっぱってことじゃあだ。これではっきりしたよね。あの死体がキリギリさんじゃないってことがさ。うんうん。当然だろう。キリギリはそこにいるんだからな。じゃああの被害者って誰なんだ。それをはっきりさせねえと。最初からそう言ってい誰がる。殺したんだ？お前が話をじゃあ回りくどくしているだけだ。そうだそうだ。まずは被害者の素性。戦場ムクロのことか、これで。じゃあ誰がやったんだ？この中。右手の甲のタトゥー。うんうん。キリギリッチが生きてるってことはうんうん。あの被害者は何者なんだべ。何か知る方法はないのかな。で、タトゥー死かな体の顔は燃えてて判別不可能だし、モノコマファイルにも記述はないわね。うんうん。死体の身元がわからないとなると。じゃーん。それは違うよ。イージー。ブレイク。死体の身元を知るための手がかりならちゃんと残されてたよ。うん。本当に？嘘だったらあんた珍しい死に方するわよ。珍しい死に方なんか気になんべ。なんなんよ。苗木無視して話して。死体の身元を知るための手がかりは葉隠れ、そういうの実は興味があるのかな。死に方とか死体とか興味なさそうなふりして興味がありそうだね。彼女の手の甲にあったタトゥーだよ。なんだか変わったデザインだけど、これって犬？かわいい葵ちゃん。ご主人様に惚れされたのね。私はあなたのメス犬ですって意味で。そんな屈辱的な意味が隠されてたんかい。そうじゃない。そのタトゥーには被害者の正体が隠されているんだ。そのタトゥーに？そう。これは簡単です。これかな。プロフィール。ワンちゃん。むっつり最高な。歯がくれだ。傭兵部隊フェンリル。戦場ムクロが所属してた傭兵部隊の名前だよ。
それがどうしたんだべ？どうしたんだべ？フェンリルに所属する兵士たちは自分が組織の一員であることを示すために必ず体のどこかにフェンリルを表す刻印を刻んでいるらしい。どこに刻印を彫る？フェンリルを表す刻印？どこに彫ろうね。もし自分だったら。それはきっと。ひらめきアナグラム。はお、みお、いお、おお、かお、えお。それはきっと。なんだこれ。えお、かお、みお。なお、みお。何を聞いてんだろう。おおおお中おーかみおうかみおうかみだおうかみだおーか大久保おうかみそうか、わかったぞ。おおそうかわかったぞ。よかった。狼だ質問分かってなかった。それがフェンリルを表す刻印なんだ。イエーイ。フェンリル、終末の狼。北欧神話に登場する狼の姿をした巨大な怪物のことよ。知ってるんだ。北欧神話のトラブルメーカーであるロキと女巨人アングルボザの間の子であるとされている。へえ、詳しい。さすが深川ちゃん、文学少女。久々に文学少女の片鱗を見たべ。ねえ。狼の刻印って、じゃあもしかして。そうなんだ。あの死体にあったタトゥーは狼のタトゥーだったんだよ。つまりあの死体の人物はフェンリルに所属していた過去を持つ人物、戦場ムクロだったんだ。ちょっと待ってよ。戦場ムクロって黒幕の正体だったはずじゃ。驚いてるみたいだね。だけど大正解だよ。じゃあこれ中の人は学園長になってんのかな。そうなんだ。今回の学級裁判は戦場ムクロ殺しの学級裁判だったんだよ。どういうこと？黒幕が死んでその学級裁判が開かれるなんて。そうじゃない。戦場ムクロが黒幕だという前提自体が間違っていたということだ。でも超高校級の絶望って明らかに黒幕っぽいフレーズなのに。いや、そもそも戦場ムクロが超高校級の絶望だったということすら怪しい。軍人だったよ。俺が見た戦場ムクロのプロフィールには、そんな記述は一切なかった。戦場ムクロは超高校級の軍人とあっただけだ。確かあの情報の出元はキリギリ京子、お前が苗木に教えたんだったな。確かにキリギリさんが超高校級の絶望って教えてくれた。つまりキリギリッチの情報が間違ってたってことか？ワンワカワンワンワカワン。それじゃあ戦場ムクロって何者だったの？軍人。ずっと姿を消しててようやく現れたと思ったら殺されちゃってるなんて。じゃあ絶望は誰？普通重要な登場人物が死ぬ場面ってのはもっと描写がまどろっこしくなるものなのにね。あっさり。つまり重要な登場人物ではなかったということだ。なるほど。戦場ムクロは俺たちと同じただの参加者でしかなかったんだよ。
でも今までどこにずっと監視ルームにいたってこと？じゃあ黒幕って誰だべ？誰だべ？やっぱり希望が峰学園の学園長なんじゃ。そうかも。いいえ、学園長は関係ないはずよ。ないのか。だが戦場ムクロの情報だって間違っていたんだ。その情報も怪しいもんだな。確かに。私の情報は間違っていないわ。そうなの？はいはい、今は学級裁判中ですよ。戦場ムクロを殺した黒を解き明かすのが先でしょう。それ以外の死後は返金ってことでお願いしますよ。なんかこんな感じだったっけ、モノクマの進め方って裁判中の。いいだろう。こ黒幕の正体を暴くのは後回しだ。 5回目にしてなんか違和だが感だよね。覚えておけよ。必ずお前の正体を見つけ出してやる。俺の戸上の名にかけてだ。名探偵かな。戸上実は財閥御曹司じゃなく名探偵、超高校級の名探偵でもあるのかも。僕はそういう挑発は相手にしないことにしてるの。さて、お前らが混乱しないようにもう一度はっきり言っておくけど、学級裁判が起きるのは学園の生徒たちの間で殺人が起きた場合なんだからね。その点をしっかりと頭に叩き込んでおくように。つまり被害者も犯人も生徒の誰かということだな。じゃあ戦場ムクロはこの中の誰かに殺されたってこと？いや、17人目の高校生が隠れてるって可能性も。ねえ、葉隠れでしょ。だって京子さんにさ、幽霊だ、死んだはずだみたいな態度取ってた葉隠れがやっちゃったんじゃない？間違えて。もしくはなんかわかんないけど、殺しちゃえ、これでポイみたいなのやっちゃったんじゃない？ありません。参加者は全部で16人の高校生だけです。犯人はこの中にいたりいなかったりする。いるかもしれないし、いなかったりもする。すっごい不安定な名探偵だ。マジかよ。じゃあこの中に戦場ムクロを殺した犯人がいるんか？じゃあ葉隠れじゃないか？今のリアクション。誰が殺したの？葉隠れじゃないか。慌てるな。すでに容疑者は絞られている。なんか名探偵っぽいね、戸上かなんか。探偵らしい空気感になった。苗木、お前には分かっているはずだ。絞られている容疑者、それが誰を指すの？頭脳は小玉、体も小玉。誰？今回の状況から言って容疑者は多分2人。苗木とキリギリか。これだ。絞られてる容疑者って、僕とキリギリさんのことだよね。どうしてそうなるの？そうなるの。いいだろう、説明してやるか。昨日の夜時間直後に、俺は植物庭園に行っている。そしてそこで確認しているんだ。犯人はこの中にいる。そう、犯人は俺だ。絶対言わないでしょ。その場所に死体がなかったことをな。濡れてなかった死体とかそういうつまりあれかな？殺人が行われたのは俺が植物庭園に行った以降ということになる。だがな、その後俺と葉隠れと深川と朝比奈はずっと体育館にいたんだ。アリバイがね。体育館に？京子も知らなかった。俺たち4人は体育館でモノクマの解体作業に取り掛かっていたんだよ。なんで京子さんも呼びに行かなかったの？戸上。呼びに行ったけどいなかったのかな？その間俺たちは警戒のため単独行動を避けていた。つまり俺たち4人にはアリバイがあるんだ。それも完璧なアリバイがな。逆に私と苗木くんにはアリバイがない。だから容疑者は絞られてると言ったの。そうです。そういうことだ。
容疑者は絞られている。僕とキリギリさんの2人に。くそ、このままじゃまずいぞ。なんとかして容疑を晴らさないと。あのさ、ちょっといいかな。さっきのアリバイについてなんだけど。何か反論があるのか？反論の前に、殺人が起きた時間帯をもう少し正確に割り出したいんだ。そうすれば何かわかるかも。好きにしろ。誰か協力してやれ。俺はトガミッチと一緒に植物庭園に死体がないのを確認してるぞ。あれは夜時間直後、夜10時くらいだったべ。つまり殺人が起きたのは夜10時以降だべ。なるほどね。いや、夜10時前だ。シートがかかってたとかそういうのでしょ、きっと。そこから死体を発見するまでの間が殺人が起きた時間帯ってことでいいんだよね。本当に？あれ、でも私たちが死体を発見したのって何時くらいだったっけ？朝8時半とか？こんばんは、ウェルカムににかにゃん。ツルハシを取りに行った深ワッチが最初に死体を見つけたんだったな。あ、これとありがとう。今日は第5章の裁判からやっております。もうクライマックスにようやく残り第6章控えてる感じかな。だとすると死体を発見した時間って9時。これだ。当たった。死体を発見したのは9時だったはずだよ。当たった。だって深川さんがツルハシを取りに行ったのが。今は何時だ？体育館を出るとき9時前だったので、9時ちょうどくらいかと。9時1分までにツルハシを取ってこい言ってた。確かに9時くらいだったわね。つまり、殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間ってことだな。結構長いね。僕は昨日夜時間前から寝ちゃってたんだ。だから夜10時以降のアリバイはないんだけど。あ、じゃあ10時以降の方が都合はいいのか。でも朝9時より前にみんなと合流したはずだよ。食堂で私と会ったよね。あれは確か、そうだ、7時30分くらいだった。食堂に入るときに確認したから間違いないよ。つまりナイギッチのアリバイがねえのは夜10時から朝7時30分までの間ってことだな。アリバイはないのは困るか。ちょっと長いね、ない時間が。事件が起きたのは夜10時から朝9時。アリバイがないのは夜10時から朝7時半までの間。ちょっと不利だな。僕のアリバイに関して反応ができないなら、逆に僕のアリバイがない時間帯に犯行が起きていないことを証明するしかない。なるほど。スプリンクラー大事そう。スプリンクラー引っかかるね。殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間だ。一方ナイギッチのアリバイがないのが夜10時から朝7時30分までの間だったよね。それだけの時間があれば殺人は可能なはず。苗木、何か反論があるなら言ってみろ。事件が起きたのは植物庭園。あの場所ってそう決まった時間にスプリンクラーがある。殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間だ。一方ナイギッチの夜10時から朝7時30分までの間だったよね。それだけの時間。苗木、何か反論があるなら言ってみ。葵ちゃんのとこで反論かな。殺人が起き起きたと思う。夜10時朝9時までの間だ。一方ナイギッチのアリバイが夜10時から朝7時30分までの間だったよね。しまった。待って。スプリンクラーの時間が7時半に作動する設定。はい。わかった。
7時半。夜10時から間違えた。朝9時までの間だ。ちょっと待って、やり直ししたい。やり直ししたい。吸い取っちゃった。一方ナイギッチのアリ適バイが当に投げないのがといて。夜10時から朝7時30ってことそれだは、けの時間ないぎ。戸上のところ何か反だ。論があるなら言ってみろ。いい子なので寝てました。反論はありません。殺人が起きたと思われる時間。夜10ほら時から戸上の声、犯人の声した。犯人ボイスした今。いや、あれだ。殺人が起きたのは夜10時以降じゃない。確実にもっと後だったはずだよ。うん。なぜそう思うんだ？植物庭園のスプリンクラーだよ。あのスプリンクラーは毎朝7時30分に水がまかれる設計だったよね。うん。つまり死体が朝7時30分よりも前に植物庭園にあったなら、あの死体は水で濡れていなきゃおかしいんだよ。おかしい。ちょっと待ちなさいよ。私はちゃんと覚えてるわよ。死体は濡れてたはず。びしょびしょだったはずよ。本当？深川さん、それは違うんだ。違う？何が違うのよ。濡れてるのは下の口がどうとか言うつもり？承知しないわよ、そんないやらしいこと。どういうこと？そうじゃなくて、あの死体が濡れてたのはスプリンクラーのせいじゃないんだよ。そうじゃなくて。スプリンクラーのせいじゃない？そうやってスプリンクラーを否定することで私の存在自体を否定するつもりなの落ね。ち着いて。かわちゃん落ち着いて。うわ確実にネネジジ飛んで飛んでんべる。スプリンクラーが関係ないって言うなら根拠を言ってみなさいよ。言ってみなさい、苗木。スプリンクラーのせいじゃないって根拠。これか。これ苦手だ。ないから迷惑なのよ。あれ、玉砲10ってどうだったっけ？待ちなさいよ。これか。私が正しいのよ。迷惑なのよ。知らないわよ。待ちなさいよ。私が正しいのよ。認めないから私を責めるの？認めないから迷惑なのよ。オッケー。イージスプリンクラー。これで証明するよ。ー。イージーすぎた。ブレイク。スプリンクラーのせいじゃないってことは、爆破後の死体の状況を見ればわかるはずだよ。あの死体って上半身だけが濡れてて、下半身は全く濡れてなかったよね。そうなの。不自然すぎた。もし死体の濡れた原因がスプリンクラーなら、全身がまんべんなく濡れてるはずじゃない？濡れてるはず。上だけ濡れて下が濡れてない。なんて鬼畜マニアックなの。落ち着いて。もうやだよ。やだよ、この人。落ち着いて。説明を続けるよ。はい、お願いします。どうして死体の上半身だけが濡れてたのか。その理由は、その理由はあら。あの死体が燃えた時、僕が水マをかけマ出てきた。あたせいなんだ。ら。燃えている上半身だけにね。おママ出てきた。そうだよ、苗木が死体が濡れてたのって本当にスプリンクラーのせいじゃないのね。そう。そして死体がスプリンクラーで濡れてないなら、植物庭園で殺人が起きたのは、スプリンクラーが作動する朝7時30分以降ってことになるはずだよ。そう。じゃあ殺人が起きたのは朝7時30分から死体を発見あした9のビニ時までのー間だな。ルシートの片面だけ濡れて片面濡れてないっていう、あれも気になるよね。あれいつ出てくるんだろう。でもビニールシート。苗木のアリバイがないのって昨日の夜10時から朝7時30分までだったよね。うん。
だったらナイギッチに犯行は不可能だべ。ナイギッチのアリバイも成立じゃねえか。そうなるとアリバイがないのはキリギリだけということになるな。沈黙。じゃあ戦場ムクロを殺した犯人って、そんなバカな、あのキリギリさんが犯人なんて、そんなことがあり得るわけない。一つだけ言っておくわ。私がここで処刑されたら、この学園の謎は明らかにならない。だから、絶対にそうはさせない。つまりお前は犯人ではないということか？当然でしょ。私が犯人なんて、そんなわけない。これは黒幕の罠なのよ。そうだそうだ。黒幕の罠？この後に及んで僕のせいにする気？苦しいよ。そりゃ苦しいって。そんな言い訳が通用すると思ってんの？学園長でもなかったら誰？戦場ムクロ死んでるなら黒幕誰？まだ出てないってこと？お前は黙っていろ。はーい、黙ってまーす。だがキリギリ、お前には戦場ムクロを殺す動機もあったはずだ。そうなの？ね、キリギリさんかっこいいよね。動機？動機？キリギリは戦場ムクロを超高校級の絶望と言っていた。言ってた。つまり黒幕だと思い込んでいた。思い込んでた。だからこそ戦場ムクロを殺し、全てを終わらせようとしたんじゃないのか？だが実際は違った。戦場ムクロは黒幕ではなかった。そこにキリギリの誤算があったんだ。そしてキリギリにとっては予想外とも言えるこの学級裁判が始まってしまった。それがキリギリの動機？動機があってアリバイがないとなると、こりゃもう確実にキリギリッチが犯人なんじゃ。アリバイがないのは私だけじゃない。苗木くんのアリバイは不十分よ。ねえ、苗木も引っ張んないでよ。僕死体がスプリンクやばい、ラーで濡れて引っ張り合いないからい子が始まっちゃった。殺人が朝7時30分以降に起きたとは言い切れないわ。ひどい。ほな俺がどうしたの？やっぱり俺がやってたのかな。死体をスプリンクラーで濡らさない方法があるからよ。シート。面白い。言ってみろ。現場にあったあるものを死体にかぶせれば濡らさずに済んだはずよ。ビニールシート。でも苗木はやってない。これだ。片面だけ濡れてたこれだ。もしかしてあのビニールシートのこと？気づいたみたいね。気づいた。そうよ。あのビニールシートを死体にかぶせればスプリンクラーをやり過ごすことが可能になるわ。実際犯人はその方法を使ったはずよ。あのビニールシートの汚れ方がそれを物語っているわ。ビニールシートの片面だけが汚れていたのはその面がスプリンクラーを浴びたから。逆に死体に面していた裏面はスプリンクラーを浴びてないから汚れてもいない。つまり犯人はビニールシートを使って死体がスプリンクラーで濡れることを防いだのよ。そこまでして死体が濡れるのを防いだ理由は何だ？時間のトリックを使う。おそらく殺人が起きた時間帯を誤認させるためじゃないかしら。それだ。さっきの苗木くんのような言い訳をするたねえ、めに、苗木くんを今度は黒塗りするの？なんでキリギリさんはそんなことを、僕を犯人に仕立て上げようとするようなことを。不利じゃん。今はそんなことを考えてる場合じゃない。あのビニールシート、もしあれがキリギリさんの言うような使われ方をしたんだとすると、つまりビニールシートは死体に触れていたってことだよな。血がついてないのは不自然だ。ってことはビニールシートに血がついてないということは、
シートがかぶされてる時にはナイフが刺さってなかったということ？いや、それはおかしいよ。何がおかしいの？何かがおかしい。キリギリさんの思惑を探ってる場合じゃない。このままじゃ僕が犯人にされちゃうんだ。論破しないとね。そうだよね。汚れてるなら血ついてる方が自然だ。あー、爆発もあれか。爆破される犯前の人は死体にビニールシートをかぶせることでこれだな。死体が濡れないようにしたのよ。じゃあビニールシートが片面だけ汚れてたのは、その面がスプリンクラーを浴びたせいか。でもそのビニールシートの裏面は綺麗だったの。少しも汚れてなかったよね。そっちはスプリンクラーを浴びてねえからな。あー、間違えて吸い取っちゃった。操作がわかんない。死体に面してただけだから綺麗なままで当違う然だべ。違う。血がついてなきゃおかしいの。プリン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 。やっぱり片面だけが綺麗な状態っていうのはおかしいよ。だってさ、爆破される前の死体ってまだ血が乾いてない状態だったんだよ。触ると汚れる危険性がある。戸上くんだってそう言ってたよ言っね。てた。そんな死体にビニールシートをかぶせたら間違いなく血で汚れちゃうはずだよ。犯人が洗ったんじゃね？ビニールシートが使われたことを隠すためによ。そんなことする？それなら両面を洗い流すはずだ。片面だけ洗ったところで隠したことにはならない。そりゃまあそうだな。そもそもその時の死体の血自体が犯人の偽装工作だとしたら、鶏の血？違う。鶏の血だ。やっぱり鶏は殺されてたんだ。あの血が偽装工作。つまり犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごした後で、じゃああれかな。スプリンクラーが出てくるから死んだふりでビニールシートかぶって待機してたのかな。で、よし今だって死んだふりでこうしたら本当に殺されちゃったみたいなやつかな。戦場ムクロ本当にこうカモフラージュで死んだふりしてたら本当に殺されちゃったみたいな感じかな。コケーと鶏一匹いなくなってたのは血取られてるよね、きっと。死体の上から偽物の血を撒いたんじゃないかしら。多分戦場ムクロ死んでなくて鶏の血をつけて死んだふりして寝転がってたら何者かにちょうどいいや卒業するためにやっちゃいますか言うて死んだふりしてるところに本当に爆弾を添えられちゃったんかな。偽物の血ってそんなものがどこにあるのよ。鶏さんだよ。わかった。保健室の輸血用の血じゃねえか。それも使える。前に山田っちが死んだふりをした時あいつはあの血を使ってたはずだべ。使ってた。いいえ、今回の殺人で使われたのは、犯人は現場の植物庭園から偽物の血を調達しているはずよ。じゃあ鶏の死体は植物に食べさせたってことか。あの後ろの大きなこれは鶏だよ。明らかにかわいそうに5匹から4匹に減っていた。これだ。これだ。もしかして鶏の血？コケー。事件前に植物庭園の飼育小屋を見た時はそこに鶏が5羽いたのに、事件後には4羽に減ってたんだ。つまり犯人は鶏を殺してその血を使ったってんか。そういうことです。なんつう残酷なことすんだべ。
葉隠れじゃないよね、この感じ、本当に。そんなことで生き物を殺すなんてひどいよ。どうせだったら私が食べたのに。犯人がわざわざ現場から血を調達したのは、自分が歩き回る姿を目撃されたくなかったからかしら。今夜はフライドチキンよーって。照り焼きがいいな、照り焼き。テリテリがいいな、テリテリ。調達、歩き回る姿を見られたくなかったってことは、戦場ムクロなら、みんなに見られたくないって気持ちはわかる。とにかく、ね。実際に鶏が減っていることが今の推理の根拠になるはずよ。だとしても少々引っかかるな。犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごし、その後で偽物の血をまいたと言ったな。だが死体の上から血をまいたなら周辺の床にも血が流れてしまうはずだ。そこでガムテープが関係する？あの時の死体は違ったぞ。血で汚れていたのは死体の服だけだった。周辺の床は全く汚れてなかった。確かに周辺の床が全く汚れていないのは変ね。だとしたら犯人はその場で血をまいたんじゃなくて、前もって白衣に血を付着させておいたのかもね。でも乾いてなかったよ、あの血。確か前もって白衣に血を。あなたたちが発見した時の死体ってその白衣をちゃんと着ていたの？どうだったっけな。確か。いや、袖を通していなかった。上から白衣をかけられただけの状態だったよ。確かに。じゃあこれで決まりね。何が決まりなの？ごめん、話についていけてないんだけど。なるせまー。どう決まったの？つまり殺人が起きたのは、スプリンクラーが作動するより前だったのよ。それなのに死体が濡れなかったのは、犯人が死体にビニールシートをかぶせたから。じゃあもう死んでた死体にかぶせてた。そしてその後犯人はビニールシートを回収するのと同時に、あらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣を死体の上にかけた。犯人はこれら一連の偽装工作を行うことで殺人が起きた時間帯を誤認させようとしたのよ。殺人はスプリンクラーが動く7時30分よりも後に起きたんだってね。ってことはその方法なら7時30分よりも前に殺人を実行することが可能だな。だけどさ、その偽装工作をするためには、スプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけないよね。大した時間はかからない。ビニールシートを回収した後、用意しておいた白衣をかけるだけ。成瀬がその時間に起きてるはずがないっていうことは、アリバイは完璧だ。完璧だ。大した時間はかからないわ。起きてるわけないじゃんね。それは、そうかもしれないけど。朝比奈さんは食堂で苗木くんと会った後、彼と一緒に行動したの？すやすや。私は先に体育館に行ってて、苗木は後から遅れてきたんだよ。じゃあ苗木が黒ってこと？じゃあそのくらいの時間的余裕はあったわね。勝てない京子さんに。そんな不可能とは言い切れないはずよ。どうやらキリギリの言う通りのようだ。不十分か。容疑者に逆戻り？にゃんにゃかにゃん。ウェルカムにゃんにゃかにゃん。どうしてキリギリさんはそうだ、僕を追い詰めようとするんだ。本当だ。どうして？なんでだろうね。さてと、振り出しに戻ったな。苗木のアリバイが不十分となると、容疑者は苗木とキリギリの2人ということになる。リアルな話、どっちが犯人だべ。もうどっちも犯人にしちゃう。よっしゃ、思い切って運に任せっか。2分の1の確率だし。いいね。
そうねじゃない。だろ？ナイスアイディアだべ。やめて。そうじゃなくて、何すごいこと思い出しちゃったんだけど、何なんだ？言ってみろ。言ってみろ。あのさ、うん現場に黒焦げになったナイフが落ちてたでしょ、うんああ、爆発前の死体に刺さってたやつだべ。うんモノクマファイルによると腹部から背中までぶっ刺さってたらしいぞ。でも血ついてなかったよ、ナイフに。で、そのナイフがどうした？あのナイフどこかで見た気がしてたんだけど、それを思い出しちゃったんだよね。苗木のお部屋で保管してたやつって言うんでしょう。そんなことよりさ、そのナイフどうするの？深ワッチに預けておけねえことは確か。これで苗木くんが預かったらいいじゃない。京子はこの時から種をまいていたってこと？苗木くんに仕向けるために。苗木に預けたナイフ。驚かないということはとっくに気づいていたようだな。でも盗まれたんだよね、夜中に。うんでも信じてもらえないでしょうね。なぜ隠していた？隠してたわけじゃないんだ。うん。ただ僕自身が確信を持てなかっただけ。これ京子さんも来たよね、夜中にお部屋に。もしかしたら自分が殺したんじゃないかって。怪しい。怪しすぎるべ。怪しいよね。死体に刺さってたナイフが苗木っちのもんだったってことは、うん。こりゃもう間違いねえべ。1200% の確率で苗木っちが犯人だべ。でもここに至るまでの議論ではっきりしたはずだ。やっぱり僕は殺してなんかいない。犯人なんかじゃない。じゃあ京子さんがやったんだ。そういうことか。で、苗木になすりつけてるんだ。ここで釣られるわけにはいかないからって。あの死体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ってたとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからってうんどうして僕が犯人ってことになるの？お、よく言った。だってナイフの傷が致命傷だろ。違うよ。これも違うの？爆発物じゃないんだ。しまった。吸い取り系かな。あの死体に刺さってたナイフってさ、私がやっぱりそうだよね。あのナイフを持ってたとなると、つまり犯人は苗木っちってこと。待てよ、死体の偽装工作。ナイフを預かってたからってどうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷がだったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやったんだ。苗木まこと恐ろしい男ね。これだけ。そんなことはありえない。あの死体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。ちょっと待って。致命傷。致命傷？致命傷？偽装工作。吸い取りかな。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ってたとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからってどうして僕が犯人ってことになるの？偽装工作。
だってナイフの傷が致命傷だろ。うんうん。だったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやったんだ。苗木誠恐ろしい男ね。そんなことはありえない。あの死体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。苗木に預けたやっナイフ。ぱりそうだよね。あのナイフを持ってたと。つまり犯人はナイフを預かってたからってどうして僕が犯人ってことになる？うんだってナイフの傷が。ナイフの傷が致命傷しまった。あ、待って、モノクマファイル見ればいいのか。致命傷、あの死体に致命傷はナイフの傷は1箇所。後頭部に殴られた形跡がある。致命傷。背中まで達してる。これが致命傷っぽいな。ブスリブスリと。私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。一箇所しか刺されてないかあのナイフをら。持ってたとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからってどうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷が致命傷だったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやっ。やばい、操作が吸い取れない。苗木誠恐ろしい男ね。あれわかんないぞ。ブスあの死リ体に刺さブスリ。ってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ってたとなると、うんうんつまり犯人はナイナイフを預かってたからどうして僕が犯人ってことになる？だってナイフの傷が致命傷そうだろ。これをどっかにぶつけてみるか。だったら間違いねえべ。ナイフの傷が致命お傷。めえがあのナイフで苗木誠恐ろしい男ね。これをあの死体に刺さってたナイフってさ、私が苗木に預けたナイフよ。関係ないですよね。やっぱりそうだよね。あのナイフを持ってたとなると、つまり犯人は苗木っちってことだべ。ナイフを預かってたからってちょっと待って。爆破された死体の特徴。関係なさそう。どうして僕が犯人ってことになるの？だってナイフの傷が致命傷だろ。違う。だったら間違いねえべ。おめえがあのナイフでブスリとやったんだ。苗木誠恐ろしい男ね。まずい。残り5あ分か。の死体に刺さってたナイフってさ、一回あれしてみるか。私が苗木に預けたナイフよ。一回全部ぶつけに行ってしまった。あの死体に刺さってたナイフ総当たってさ、りしとくか。私が苗木にこ預けたれは関係なさそうやっぱりだな。あのナイフを持っつまり犯人は苗木っちってナイフを預かってどうして僕が犯人？だってナイフの傷が致命傷だ。それは違うよ。ランパー。よし、答え見ずに済んだ。いやそもそも戦場袋の致命傷そうだはナイフの傷じゃなかったんだ。そうだそうだ。それはさっきの偽装工作の話でも明らかになったはずだよ。なったはず。嘘だべ。さっきは致命傷の話なんかしてねえぞ。そうだっけ？思い出してよ、さっきの話だとさ、犯人は死体にビニールシートをかぶせた後で血痕付きの白衣を着させたんだよね。つまり被害者があの白衣を着たのは死んだ後ってことになるはずだよ。オーダだ。オーダが死んだ。それがどうしたんだって。だけどさ、僕たちが死体を発見した時は、ナイフは白衣の上から刺さってたよね。刺さってた。死んだ後に着させられた白衣の上から刺さっていたナイフが致命傷になるわけないんだ。ない。もう同じ箇所を2回刺した可能性はどうなんだ。モノクマファイルに殺す時と1箇所と書いてあ偽装工った。作の時の2回だ。
それはこれに書いてます。これだ。モノクマファイルに書いてあったはずだよ、ナイフによる刺し傷は一つだって。書いてありそうだました。った。盛大に忘れてたべ。じゃああのナイフってあれも犯人の偽装工作だったんだよ。そう、苗木になしつける、押し付けるための偽装工作だ。きっと本当の致命傷に目を向けさせないために、より目立つ傷をでっち上げたんだ。そうだそうだ。その後死体が爆破されたのも同じ理由だったはずだよ。飛びすぎでしょこれ。あの爆破のせいで死体は激しく損傷し、致命傷が分からなくなってしまった。分からなくなってた。つまり証拠隠滅、それこそが犯人の目的だったんだよ。死体発見時にナイフの傷を印象づけておき、その後死体を爆破する。そうすることで最初の印象だけを残したまま証拠隠滅を図ったというわけか。そういうことだ。ちょっといい？そもそもの話なんだけどさ、結局あの爆発って何だったの？どうしていきなり爆発なんかしたの？真面目に頭を働かせろ。わざわざ答えるまでもないことだ。知ってんだったら教えてよ。そうだそうだ。教えてやんべ。おそらく未知の粒子によって体内で核反応が起きて自然発火したんだ。はがくれはそ黙ってて。れだけは違う。確実に言えるよ。苗木、答えてやれ。話が進まん。かしこまりました。これはですね、爆弾だ。これだ。モノクマから爆発の後取り出した。死体のそばに小さな破片が落ちてたでしょ。この破片があの爆発の原因だったんだよ。あれ？それってどこかで見たような気が。すごいね、葵ちゃん記憶があるんだ。見覚えがあって当然だよ。だってこの破片はモノクマを解体した時に取り出したあの爆弾の破片なんだからね。じゃああの爆発ってモノクマの爆弾のせいだったんだね。ともかくこれで犯人の目的は明らかになったな。犯人はナイフの傷を致命傷に見せかけることで苗木に容疑がかかるように仕向けていたんだ。そんなことをして得をする人物といえば京子さん。もう一人の容疑者である桐桐京子。そうだよね、白夜。お前しかいないはずだ。そうだそうだ。ちょっと待って戸上君。どうしたの苗木。なんだどうした。いや、もう少し慎重に話し合った方がいいと思うんだ。被害者の致命傷だってまだ分かってないんでさ。確かにそうだね、確かに気になるかも。結局本当の致命傷って何だったのかな。棒状のもので叩いてるやつ。まあいいだろう。では議論を続けるか。どうせ結末には変わりはないんだ。とにかくまずは被害者の致命傷をはっきりさせるんだ。はい。致命傷、殴られてる棒状のもので。それはモノクマファイルに書いてあったね。では議論を続けるぞ。もう一回チェック。鉄パイプ程度の太さのもので殴られた様子、後頭部。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの爆発は致命傷じゃないんだよね。当然だべ。爆発があったのは死んだ後だぞ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しいのって。モノクマファイルによると、そうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。それだ。それ以外にもこの被害者には全身に無数の傷があったらしいぞ。そうだね。戦場ムクロの致命傷を考えられるのってあの傷しかないな。では議論を続けるぞ。あの傷。被害者の致命傷がはっきりしていないんだったな。あの傷。あ、わかった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 。
では議論。被害者の致命傷。あの爆発は当然だべ。ナイフもだとすると他に怪しいの。モノクマファそうだ、後頭部に殴られた跡があったんだ。これかな。それ以外にもこの被害者に全身に無数の傷があっあったらしいぞ。これだこれだ、これを投げる。た。では最初に議論を続けるぞ。被害者の致命傷がはっきりしていない。吸い取っちゃったかも。ちょっと待って、操作が。吸い取っちゃった。あの爆発やりは直し。べ。ナイフも関係ないのよね。だとすると他に怪しい。モノクそうだ、から後頭部に殴られた跡があった Y んだ。で吸い取ってそれ以外にも全身に無数の傷があったらしいぞ。 Y タンをタンって押すの。では議論を続ける。被害者の致命傷がはっきりしていない。これだ。それは違うよ。できた。そう、投げると吸い取ることでもある。戦場ムクロの致命傷は後頭部の打撃痕だったはずだ打よ。撃痕だった。全身の無数の傷ってのは、あれは事件とは関係ねえ関係のか。ないね。もともとの古傷だね。モノクマファイルによるとあれは以前からあった古傷らしいんだ。うんうん。古傷じゃ関係ねえか。では間違いないな。あいつの致命傷は後頭部の殴打だったようだ。じゃあ凶器ってモノクマファイルには鉄パイプ程度の太さの棒状のもので殴られたって。ってことはツルハシだな。ツルハシ。どうしてそうなるのよ。ツルハシで殴ったら王だどころか頭蓋骨粉砕よ。確かに。とツルハシを逆に持って持ち手の柄の部分で殴ったんだべ。でも調べる必要があるな。血ついてないか。無理よ。重さのバランスが悪いのよ。確かに。威力のある一撃なんて不可能だわ。不可能だ。なんなら試してあげるわよ。さてはおめえ、間違ったふりして金属の方で殴るつもりだな。その後あんたの汚い脳みそ取り出して床に叩きつけて唾を吐きかけてやるのよ。気が合うな。待って、葉隠れ結構最高な一面があるのかな。なんか殺人に対してこう前のめりと言いますか、意外な一面だ。のそれ。なんか興味なさそうなのに凶器ならすでに見つかっているぞ。不自然な葉隠れだね。見つかったんですか。さすがは白夜様。なんだべ本当の凶器って。ナイギ、答えてやれ。お前にも分かっているはずだ。この事件の本当の凶器がな。あれですか。本当の凶器、おそらくふんふんふん。おー、このセット。あ、なるほどね。10本を、アルミをまとめたらってことか。これだ。なる戦場ムクロの後頭部を殴打した凶器はガムテープが落ちてたのか、一緒に刺したんじゃなくて殴ったのか、これで。武道場のロッカーで見つけたジュラルミン製の矢だジよ。ュラルミン製ね。ジュラルミン製の矢？犯人はそれで戦場ムクロを殴ったんか？じゃあ京子さんってこと？だってロッカーの鍵、京子さんの部屋にあった。ああ、間違いない。そうなのかな。それっておかしくない？ちょっとあんた、白夜様に口答えなんて100万年早いわよ。だって気になるんだから仕方ないじゃん。そうだよそうだよ。朝比奈さんが疑うのも無理ないか。だって凶器には隠された秘密がある。隠された秘密？隠された秘密。武道場のロッカーにあったジュラルミン製の矢。間違いない。あれが凶器だ。ガムテープ。本当にそうなのかな。何を気にしてんだ？だってモノクマファイルには凶器は鉄パイプ程度の太さの棒状のものってあるよ。
嫌だと細すぎるとまあ思うんだけど。 10本だとまとめるとそれは違う鉄パイプぐらいになるんだろうな。50本とか大きす確かにぎるけど。矢だけだと細すぎる。うん。だから犯人はもう一つの凶器を使ったんだ。ガムテープ。にゃんにゃかにゃんこんばんは。今日学級裁判中だよ。もう一つの凶器？ガムテープ。武道場のロッカーの中には丸められたガムテープもあったんだ。じゃあ殴った時に血が出たんかね。きっと犯人はこのガムテープを使ってジュラルミン製の矢を束ねたんだよ。矢をガムテープで束ねることによって鉄パイプ程度の太さの凶器を作り上げ、恐ろしいね。矢がそれを凶器として使ったんだ。3本の矢の教えと同じね。戦国武将である毛利元就が息子たちに説いた教え。へえ。一本では脆い矢も束になれば頑丈になる。そうやって三兄弟に結束を訴えかけたのよ。そういうあれがあるんだ。武将の話。残酷な話だべ。誤解を聞いてないでしょ。とにかくこれで凶器も分かったはずだ。そしてそれらの凶器を武道場のロッカーに隠した犯人こそが京子さん。キリギリ京子、お前なんだ。でも部屋誰でも入れた。でも鍵白夜が預かってるってことは、白夜以外入れないなら京子さんがあの鍵隠し持ってたってことかな。私は武道場なんかに行ってないわよ。行ってないの？いや、お前は間違いなく武道場に行っている。どっちが本当だろう。1本で折れないやでも3本でもそんなに変わらず折れる。あ、そうなんだ。どうして言い切れるの？ 3本だと折れちゃうのか。もちろん証拠があるからだ。そうだよな、苗木。お部屋に鍵がありました。それはん？まさか犯人をかばうつもりじゃないだろうな。そんなことをしてどうなるか分かってるのか。もしお前がかばった人物が犯人だったら、その先に待っている結末は絶望。俺たちの全員の死なんだ。なんだぞ。もちろん分かってるよ。だったらお前の手で示してやれ。キリギリが武道場に行った証拠をな。はめられてたりするのかな、京子さん。これ僕がキリギリさんに武道場に行ってる証拠って、木の札お部屋にあった。キリギリさんが武道場に行った証拠はこの武道場のロッカーの鍵だよ。そんなものがどうして証拠になるの？これがキリギリさんの部屋に落ちてたからだよ。私の部屋に落ちていた。知らないものか、やっぱり。とぼけても無駄だ。とぼけてないこの感じ。それにこの鍵だけじゃない。本当にアリバイ知らなさの件もそう。動機の件も、苗木に罪をなすりつけるための偽装工作の件も、それらの全てがお前が犯人だと示している。諦めろ。言い逃れはできんぞ。ちょっと待って。またか。お前はどうしてもキリギリをかばいたいらしいな。いや、かばうとかそういうことじゃなくて、僕はただ何キリギリさんに聞かなくちゃいけないことがまだ残っているんだよ。なんだろう。あ、手袋の下見せて。でも見せたくないだろうけど、それを見せてくれたらみんな安心はするけど嫌だよね。キリギリさん、教えてほしいんだ。昨日の夜の件だよ。お部屋に来たこと？こっそりだよね。昨日の夜キリギリさんは僕の部屋にいたよね。仮面の人がその後来たんだよね、確か。あの時何があったの？どうして僕の部屋にいたの？それを教えてほしいんだ。私はあなたを助けただけよ。僕を助けただけ？じゃあもしかしてキリギリさんは
僕が襲われたことに気がついて、それで助けに来てくれた。弱いじゃない。もしかしてその時に、そうだとしたらキリギリさんは、僕のせいで殺人をしちゃったんじゃないかってこと？もういいだろう。無駄話は終わりだ。ん？そろそろ結論を出すぞ。じゃあ殺人キリギリさんじゃなかった場合、じゃあやっぱあれキリギリさんがなんで生きてんだ幽霊だって言ってる人ぐらいかな。葉隠れぐらいしか怪しめないよね。ちょっと待って。間違わないで。うん。私は犯人じゃない。信じたい。京子さんは最初から支えになってたまさ苗か木の。お前の往生際がそこまで悪いとはな。だけど私が犯人じゃないってことはあなたが一番よく知っているはずよ。そうなの？そうでしょう、戸上くん。じゃあ戸上がやったんじゃない？俺がだと？戸上犯人になったりするの？キリギリさんが犯人じゃないことは戸上くんが一番よく知ってるはず？どういう意味だろう？俺がだと？戸上も知らなそうなリアクション。事件の時間経過。戸上の証言。ちょっと待ってよ。今の言葉はどういう意味だ？ちょっと待って。戸上の証言。夜時間直後、庭園に死体がないのを確認してる。殺人が起きたのはそれ以降だと考えられる。はい。これぐらい？事件の時間経過。7時半。ツルハシを取りに行かせたりしてることがあれなのかな？私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか隠してんのか？なんか隠してんの？白夜様が私に隠し事するわけないじゃない。キリギリ、お前が犯人ではない根拠があるとでも言うのか？さっきのあなたたちの推理だと私は武道場のロッカーに証拠を隠し、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら？鍵を持ってるから京子さんは自分の部屋に入れなかったってことか。そのままの意味よ。私が犯人じゃないということはどこにぶつけよう。トガミッチ、確かに。白夜様が私に。キリギリ、お前のここか。犯人だ。吸い取らずに。あるとでも言うのか？吸い取らずに投げたいのに。私は武道場のロッカーにその鍵を自分の部屋に置い。本当に私にそんなことができたのかでしら？きません。どこぶつ今のけるんだろう。言葉はどういう意味？そのままの意味よ。時間だ。私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、白夜様が私に隠し事するわけ。キリギリ、お前が犯人ではないあるとでも言うのか？一回これぶつけとくか。さっきのあなたたちの推理だと私は武道場のロッカーに証拠、その鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。ってことは火の鍵。大丈夫よ苗今の木。言葉はどういう意味だ？そのままの意味。私が犯人じゃないということはあなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、なんか白夜様が私に。キリギリ、これお前が犯人ではない投げる根拠が。あれ時間かな。しまった。しまった。
今の言葉はどういう意味だ。そのままの私が犯人じゃないということは、あなたが一番よくトガミッチ、なんか白夜様が私に隠しキリギリ、お前が犯人ではない根拠あるとでも言うのか。さっきのあなたたちの推理だと、私は武道場のロッカーにその鍵を自分の部屋に置いたらしいわね。本当に私にそんなことができたのかしら。できません。いや、これかな。戸上くんが鍵を持ってたから、京子さんはそのままの意味よ。夜中を部屋に私が犯帰れ人じゃなないいんだよというこ。とは、あなたが一番よく知っているはず。トガミッチ、白夜様が私に隠しキリギリ、お前が犯人ではない。これだ。じゃあ戸上が犯人ってことか。キリギリさんはね自分の部屋には入れなかったはず。え。うん。自分の部屋に入れなかったってどうして？戸上がそういうルールを作ったの。だってキリギリさんは自分の部屋の鍵を戸上くんに預けたままだったんだよ。うん。俺がお前の部屋の鍵を持っているということは、どういうことかわかりますか？鍵を持ってない私は自分の部屋に入ることができない。いや、待てよ。でも、京子。おかしい。そしたら、マスターキーみたいな話はじゃあ何になるんだろう。どこの部屋にも入れるモノクマの秘密道具的な鍵を使い、忍び込めるような鍵を持ってるってことは、京子さんは鍵がなくてもお部屋に帰れるはずだよね。あれ？わかんなくなっちゃった。自分の部屋に武道場の鍵を置くことは不可能だい。や、でも可能でもあるような気もするけど、わかんない。そうでしょう。確かにそうなる。そうなるな。なるなる。やっと分かってくれたみたいね。でも、京子が黒ってこと？そしたら。いや、違う、ほら、苗木わかってる。キリギリさんらしくない。苦し紛れの嘘で乗り切ろうとするなんて、そこまで追い詰められてるってことか。キリギリさんが犯人だから？なんか秘密があるのか。確かに私がここで処刑されたらこの学園の謎は明らかにならないって言ってるから、黒になりたくはないけどやっちゃってるやつかな、これは。黒幕の罠。黒幕の罠。黒幕がキリギリさんを陥れようとしている。だけどもしそれが間違っていたら、どうすればいいんだ？僕はどうすればいいんだ？あ、黒幕の罠。被害者は戦場ムクロ？キリギリさんが殺した？キリギリさんは何を知っている？僕はどうするべきなんだ？キリギリさんの嘘。僕だけがその嘘を知っている。それを指摘できるのは僕だけ。正しいのは誰なんだ？わかんない。僕はどうするべきなんだ？黒幕の罠。先に進むためには危険を避けては通れない。危険は承知の上、それでも謎が解けるなら進むべき。そうでしょ？僕はどうするべきなんだ？信じるべきかな？嘘を追求しない。決めた。キリギリさんは信じる。人を殺すわけがない。絶対に何か秘密がある。キリギリさんの言う黒幕の罠。どうした？誰も反論はないのか？ない。キリギリの主張を認めるということか？そうか。認めざるを得ないようだな。キリギリの個室に武道場のロッカーの鍵を置いたのはキリギリではなく他の誰かだったということか。白夜ってこと？でも他の誰かって。
キリギリッチの部屋の鍵を持ってたのはトガミッチなんだよな。戸上一致だ。何言ってんのよ。だが俺にはアリバイがある。そう夜時間以降はだねお前たちとずっと一緒だったはずだ。確かに。植物庭園での殺人もキリギリの部屋に鍵を置くことも俺には不可能だ。じゃあキリギリッチの部屋に武道場の鍵を置いたのって。キリギリさんが置いたのか黒幕が置いたのか。考えられる可能性は一つだけだ。あらかじめ自分が持っていた鍵をあたかもその場で見つけたようなふりをした。苗木ってこと？それって苗木のことだよね。ひどい。そうとしか考えられまい。ひどいよ、戸上。ちょっと待ってよ。そうじゃないって。もう一度考えてみようよ。この事件には何か裏があるはずなんだ。あるはずだ。裏？そもそもこの学級裁判自体がおかしいんだよ。みんなだってそう思うでしょ。正体不明だった戦場ムクロが急に死体で現れて、しかもその学級裁判が行われるなんて。顔も見てないんだよ、私たち。それにキリギリさんも言ってただろ、黒幕の罠だって。だからきっとこれは。はい、タイムアップです。時間切れ。学級裁判は終わり。だからそれ以上は喋んないでいいよ。無理やり終わらせに来た。時間切れってどういうこと？タイムアップなんておかしいわ。だって今まで一度もそんなこと。何回かあったかもしれないけど、しまったばかりでタイムアップになったことあるけど、今までそんなことなかった。ギリギリさんが遅刻したせいだよ。あそのせいで時間が押してんの。当てつけのようだ。というわけでそろそろ投票タイムといきましょうか。無理やりじゃんこれ。お前らお手元のスイッチで投票してください。やっぱ中の人変わったんじゃないかな。投票タイム。投票タイム。クリアなのこれ？チャプター5の裁判。さて投票の結果黒となるのは誰なのか。その答えは正解なのか不正解なのか。ちょっと待てよ。さあどうなんだ。正解ルートってこと？これどうなんだ？苗木になりそう。苗木になってどうなるの？じゃあキリギリさんのところの選択肢次第で分かれちゃうってことかな。僕が犯人。すまんべ苗木っち。ごめん。もう疑わしいよね。おめでとうございますじゃない。あれ合ってるのかなこのルート。どうだろう。違うんだよみんな。僕は犯人なんかじゃ。大正解。正解？正解だよ。嘘だ、おかしい。やっぱり変だ、この学級裁判は。どう考えても変だよ。ほら何もおかしくない。ひらん。いつもと同じ学級裁判だから、いつもと同じように始めるよ。ワクワクドキドキ。苗木のお仕置きタイムってどんなんなんだろう。犯人はやっぱ俺だったんだ。待てよ、どうして僕が。京子のこの顔色見て。どんな表情これ。ギリギリさん。許してもらおうとは思わないわ。すべて私の責任だから。生贄？苗木は生贄だった？ギリギリさん。では張り切っていきましょう。
お仕置きタイム。初めて見るかも、苗木のお仕置きタイム。初めて見るっけ？ミスっても見たことなかったような気がする。初めて見る気がする。苗木の場合どんな感じなんだろう。普通にこういう感じなの？前回も見た。本当？記憶にないかも。あれかな、リトライしますかみたいになる。でも出てこなかったな、今回それ。死んだ。まだ生きてる。怖すぎる、こんなやり方。初めて見るな。正解ルートこれ。助けてもらえた？千尋ちゃんに助けてもらえた？意義ハリー。あれあれ？正解ルートだこれ。ね今のって間違いねえべ？これはアルター英語。前回ってそういう前回あれかと思った。毎回の裁判で見たことがあるのかと思った。アルター英語。助けてくれたの？さてはネットワークに侵入した時だな。畜生やりやがったな。どうやらへえ。狂いっぱなしね。これ正解ルートなんだ。つまり私たちのことは甘く見すぎていたってこと。何を勝ち誇った気になってんのさ。別に痛くも痒くもないよ。妙なウイルスだって今ので終わりだろ。それに苗木くんだってそうだよ。ぺったんこにならずには済んだけど、彼は二度と戻ってこられないはずだよ。ゴミだらけの地下でじわじわと殺されるなんて、ある意味一番しんどいお仕置きかもね。だけど足りない。まだ足りないよ。まだまだお前らに絶望を与えてやる。まだまだ世界に絶望を与えてやるよ。犯人はじゃあ誰だったの？殺人。じゃあ誰が殺したんだろう？戦場ムクロ。行っちまったのか。だって苗木はやってないはず。ギリギリこれはどういうことだ？一体何が起きてるんだ？落ち着いて。大丈夫よ。追い詰められてるのは私たちじゃないわ。そうなの？つまりむしろ追い詰められているのは黒幕の方。なんだと？どういう意味だ？それはすぐにわかるわ。すぐにね。ほう、すぐにわかる。その巨大な学園は都会のど真ん中の一等地にそびえ立っていた。まるでそこが世界の中心でもあるかのように。スタートのあれじゃない？オープニング。紹介ですな。希望の学園。苗木。絶望の高校生だったのかな。ここ
画で見た最初に。お、これも最初に見たやつだっけ？ここは、体がやけにだるい。退屈な授業中には居眠りをすることもある僕だけど、どうして机の上で寝てるんだ。見覚えのない教室。どうなってるんだ。さっきのプレスのとこで助かって落とされた。ようやく意識と肉体がシンクロを始めた。そして目が覚めた。これも夢なのか？絶望的な悪夢の中。いや、夢なんかじゃない。辺りに漂う不快な悪臭が物語っていた。光の差し込まない薄暗い空間。地面に敷き詰められたゴミの山。地下のゴミ捨て場ってことか。それが僕の置かれている状況だった。でも問題はこれからのことだ。ここでのたれ死ぬのを待つのか。そんなわけにはいかないよな。だって仲間が助けてくれた命だもんな。僕ははっきりと覚えている。あの時起きたことを。千尋ちゃんが助けてくれた。最後の小さな力を振り絞ってかわいい。って怒ってる顔かわいい。僕を助けてくれたんだ。だから諦めるわけにはいかない。僕を助けてくれた仲間のためにもだ。こうして僕のサバイバル生活が始まった。こっからまずは出口を探そう。ここだろうけど、一旦コインもらっとく。ロケット、机。一緒に落ちてきた机と椅子。瓦礫、飛行機で、扉。鍵穴がある。ガチャガチャ。何度試してもダメだった。今は出口よりも食料を探した。なさそう。腐ってる。どれもこれも。やっぱりダメだ。今度は水を探した。ないでしょうね。これもダメだった。八方塞がり。僕はまだ生きてるんだ。生きてる限りは諦めない。自分自身に向けて高らかに宣言した後、次に僕がしたことは、眠ることだった。ひたすら眠った。飲まず食わずで削られた体力を少しでも温存させるために、おそらく1日以上は経ったと思う。それでもまだ眠り続けた。大変だ。そして待った。天からインスピレーションが降ってくるのを。だけど天から降ってきたのはインスピレーションなんかじゃなくって、ドスーン。なんだ？静寂の中響き渡った異様な音に僕は思わず飛び起きた。ゴミ？妙な形に盛り上がってた。何かが落ちてきたのか。何かってなんだ？ゴミ？粗大ゴミ。でも落ちてきたのか。何かが落ちたらしきゴミの山に恐る恐る手を伸ばすと、ちょっと。京子さんも落ちてきたの？そんな声とともにゴミの山から彼女は現れた。かわいい。ひどい匂いね。苗木のために一緒に降ってきてくれたの？キリギリさん？思ったより元気そうね。どうしてここに？それは決まってるじゃない。あなたを助けに来たの。カップ麺も持ってきてくれた。キリギリさん嬉しいけど、その頭にゴミが。彼女は無表情のまま頭のゴミを振り払うと、そこで改めて僕に向き直り、ねえ、まずはこれを渡しておくわね。優しい。ありがとう。差し出されたパンと水をひったくるように奪い取ると、
僕はそれをものの数秒で胃の中へと押し込んだ。生き返ったよ。これでまた頑張れる。やっぱりまだ諦めてなかったわね。そりゃそうだよ。だって前向きなのが僕の唯一の取り柄なんだし。なかなか素敵な取り柄を持ってるのね。これまだ第5章が続いてるってことは、裁判がまた裁判戻れるってことかな。また処刑されちゃうかな。でもさ、キリギリさん、どうして助けに来てくれたの？それは借りを返すため。いえ、罪滅ぼしかしら。じゃあやったの。京子さんだった。あなたは学級裁判の時、私の主張の矛盾を知りつつ、あえて黙っててくれたでしょ。やっぱり気づいてたんだね。へえ、黙ってて正解だったんだ。それにもかかわらず、私はあなたを助けなかった。私はあなたを見捨ててしまった。そんなん見捨てたなんて。いいえ、大げさでも何でもない。私は自分の命惜しさにあなたを見捨てたの。あなたは私を救おうとしたのに、私はあなたを見捨てた。だけど言い訳するわけじゃないけど、私にはどうしても生き延びなくてはいけない理由があった。何ですか？そうね。すべてを話しておくわね。私が生き延びなくてはいけない理由、それはつまりここに来た目的のこと。私が希望が峰学園に来る決意をした大事な目的。何？私は忘れていた。大事な目的をごく最近までなんか言ってたね。なんか記憶がないって。記憶がないのって言ってた。キリギリさんが記憶喪失って苗木くん覚えてる？この学園に来た直後、最初の異変のことを言ってた。何か私にしたのって言ってた。気を失ったんだよね。それで次に気づいた時には閉じ込められてて。そうよ。あそこで気を失って目覚めた直後だった。自分の中の妙な違和感に気づいたの。どうやらあの時すでに私の記憶は失われていた。へえ、私は忘れてしまったの。大事な目的と自分の超高校級と呼ばれる能力。探偵かな？やっぱり探偵かな？ね不思議でしょ？とても偶然とは思えないわよね。こんなご都合主義で塗り固められた展開。じゃあもしかしてキリギリさんの記憶がなくなったのって。そうよ。黒幕の仕業よ。黒幕が私の記憶を奪ったの。どうやって？どうしてそんなことを？考えられる理由は一つ。私の目的、能力が黒幕にとって邪魔だったから。だから記憶を奪った？でもそれって裏を返せば私の記憶は学園の謎や黒幕の正体につながっているということになる。だからこそ私はそれを突き止めようとした。そのためにずっと一人で調べていたの。へえ、そういうことなら一人じゃなくてみんなに協力してもらえれば。なんで？みんなで動けばすぐに黒幕に目をつけられる。それに私たちの中に潜んでいる可能性だってある。そうだよね。そう。深刻な顔をしないで。単なる可能性の話よ。だけど可能性がある以上は放っておけない。僕らの中に黒幕が？つまり身内の誰も信じられない状況。だからこそ彼女はずっと一人で自分の記憶に関する捜査を進めていたのか。でもなるほどね。そうは言ってもやっぱり一人では限界があった。だからあなたに協力をお願いしたの。でもどうして僕に？あなたが黒幕って可能性が一番低いと思ったから。正真正銘ただの勘だけどね。そっか。まあ当たってるよね。僕みたいな平凡なやつが黒幕なんてありえな。僕は知っている。知っている。何を？僕は全部知っているはずだ。
苗木って絶望の方だったのかな。黒幕サイドっぽくない？この感じ。僕の目的はん？ここから出ることじゃない。ここに残ることなんだ。飛んだ黒幕だったりして。また前に見た夢。だけど、何なんだよ今のって。ねどうかした？なんでもないんだ。これ、苗木記憶思い出したらとんでもない能力なんじゃない？能力、絶望側だ。えねこれでも私はあなたを信頼してたのよ。ただ私は人を頼るのに慣れてないから。え、そう。あまりうまく頼めなかったかもしれない。そのせいで納得のいかない思いをさせたかもね。納得のいかない思いだらけだったけど。それもキリギリさんの個性ってことなのかもな。能力なんだろう、キリギリさん。結果は？それは思い出せないことも多いけど、少なくとも私の目的と能力教えて。私は周りからこう呼ばれていたはず。探偵さんね。想像通りでよかった。全然違うのじゃなくてよかった。超高校級の探偵そうで学園に来た目的、予想通りだね。ある人物と会うことだった。学園長かな。それはあ、やっぱり学園長言ってたもんね。はぁみたいな。学園長どうしてキリギリさんが？私の父だから。じゃあさ、お父様なら京子さんにさ、優しく接したり有利になるようにするはずなのに、有利にしてくれてないってことは、学園長に何かがあったってことか。つまり子供の頃に生き別れたままの私の父。それが学園長なの。希望が峰学園の学園長。だからだったんだね。アルタ英語からね、学園長の話を聞いたとき、私はこんな顔してた。私が探す。私は必ず探してみせる。必ず言ってた。意味深だった。どうしたのキリギリちゃん。私は記憶はまだ戻っていなかった。だけど不思議とあんな気持ちになった。今思えば当然、私の目的そのものだったんだから。へえ。だけど苗木くん、誤解がないように言っておくけど、学園長は黒幕じゃないって言ったのはあの人をかばうためなんかじゃないわ。忍び込んだ時に私が感じたことを言っただけ。学園長室で何を見たの？それは引き出しや棚が荒らされてる状態だった。つまりその部屋に詳しくない人物がそこに入ったと考えられる。それが黒幕？そうね。その考えを確かめるためにこの鍵を使って寄宿舎の2階に行くことに決めたのよ。寄宿舎の2階ってどこだろうね。まだ行ったことないとこかな我々。どうして？同じく学園長室でこれを見たから。ね、成瀬と同じだったんだ。マップ？見取り図。ええ、全体見取り図。あの鍵やムクロのプロフィールと一緒に学園長室から持ってきた。へえ、寄宿舎の2階には職員室の個室があるみたいだった。きっと一部の職員室、教職員が泊まり込んでいた。そしてそこには学園長の個室もあった。いい学校ですね。個室が完備されてるなんて。みんな先生たちのその部屋に黒幕の手がかりがあるはず。そう思って調べていくうちに、そうようやく思い出した。私の目的は
その部屋の持ち主に会うことだったんだ。そっか、キリギリさんが寄宿舎の2階にいたのは学園長の個室を調べるためだった。どんな場所だったの？モニターも監視カメラもないんだって。口ではうまく説明できない。私はあの場所を訪れた瞬間思ったわ。この学園で起きていることは私たちが想像してたのよりはるかに恐ろしいことなんだって。どういう意味？それはあなた自身の目で確かめるべきよ。はあ、意味深だ。じゃあ行きますか。マスターキー持ってきたかな、京子さん。まだ話聞かなきゃ。だけどはい。何もなかった。あんなこととは？でもムクロが殺されたこと？先にはっきりさせておくけど、殺したのは私じゃないわ。もちろんあなたでもないでしょうけど。じゃあ誰？分かってる。でもだからこそ分からないんだ。じゃあ誰がやったの？あの死体。キリギリさんと僕以外のみんなにはアリバイもあるもんね。そう考えると誰が殺したのか。とにかく黒幕が関係しているのは間違いないはず。戦場ムクロの学級裁判は私を殺すための学級裁判だったんだから。キリギリさんを殺すための？ええ。大事な鍵を盗み出し、それを使って消えた私をあぶり出して殺すために。そう。だから鍵がお部屋の中に置かれてたりしたってことか。ジュラルなんちゃらの。黒幕は学級裁判を利用したの。利用した？黒幕には直接手を出せない理由があったから。拘束のことを？そうよ。ほう。調べるのは自由です。特に行動に制限は課せられません。つまり自由なんだ。拘束にこだわる黒幕は手を出せなかった。だから私を殺すために学級裁判を利用した。拘束にこだわるあまり直接手を出せないなんて。そんなのまるで黒幕自身が拘束に縛られてるみたいじゃないかってことは、プレイヤーの誰かってことか。ねえ。もう一つ戦場ムクロの殺人について言っておくことがある。本来だったらあの時殺されていたのは戦場ムクロじゃなくってあなただったかもしれないのよ、苗木くん。僕？夜中に襲われそうになったやつ？心当たり？これのこと？あの夜のこと？私は聞くことができるの。死神の足音を死神の足音を聞くことができるの。すごい。事件に巻き込まれる能力と言い換えられるわね。これも探偵としての能力よ。かっこいい。あの時もそうだったわ。じゃあ予防ができるってことか。この辺で何かが起きそうだみたいな足音が聞こえるってこと？寄宿舎の2階から胸騒ぎがして階段の下を覗いたら白い影が廊下を横切るのが見えた。すぐに後を追ったわ。そうしたらその影があなたの部屋に入ってくのが見えた。ただの中二病。死神の足音。あなたも聞こえるの？お迎えが来たわよ。そう。中二病か。あの場面に出くわした。もちろんすぐに止めに入ったわ。よく刺されなかったね。止めに入ったので。だけどそれだけでは終わらなかった。私が覆面の人間を止めたことによって今度はその覆面の人物自体が死体で発見されることになった。これが不思議だよね。そう。その後の一連の死体の偽装工作や
武道場の鍵を私の部屋に置いたのはおそらく黒幕の仕業。そういうことか。罠って。戦場を殺した犯人も黒幕？確証はないけどそう思う。だとしたらまずいよ。黒幕はその気になったら平気で人を殺すってこと。でもこれって矛盾してない？だって黒幕は直接手を下せないからキリギリさんを学級裁判で殺そうとしたんだよね。確かに。じゃあ黒幕が戦場やったわけではないってこと？そう。矛盾してる。戦場を殺したことだけじゃない。そもそも私を殺そうとしたことや苦し紛れに犯人ではないあなたを殺そうとしたことも全てが矛盾。どういうこと？つまり追い詰められているのは黒幕の方ってこと？苗木くん、もう少しよ。もう少しで正体が見えてくるはず。はあ！誰これ？もう一人の超高校級の絶望の正体。苗木くんではない？これ怖い。もう一人の絶望？殺されたムクロ。彼女は超高校級の絶望に間違いない。嘘だ。戦場ムクロは軍人って書いてあったよ。ただし超高校級の絶望は一人じゃなかった。ええ。超高校級の絶望って言葉はある事件を起こした連中のことを指してる。もしかしてその事件ってそうよ。人類史上最大最悪の絶望的事件。その連中どうやらが絶望だけを行動原理とする最低かつ最悪な連中らしい。その連中が間違いない。私たちをこんな目に合わせた根源、諸悪の根源。それが超高校級の絶望。本当の敵よ。じゃあもう一人出てくるってこと？ To be continued. イエーイ、キリがいい。でもさ、戦場ムクロでもない。もう一人、戦場ムクロは超高校級の軍人でもあり、絶望でもあり、同じような絶望が他にもいるということ。イエーイ、第5章まで終わった。ね、キリが A さん。キリが A さん。弾丸論破。面白い。わかんないや。でもさ、逆を言えば拘束に基づいてるのであれば、でもそっか、黒幕が殺した A さんが B さんをやったとして、A さんがバレなければ、バレずに苗木たちを犯人にすれば A さんは免れるから、免れてるんだ。じゃああと一人また出てくるってことか。いや、楽しみだ。続きが。いやー、平日夜9時以降に始めたからちょっと裁判の途中までしか行かないかなとか思ってたけど、結構進めれて大満足。キリが A さんということで、もう夜中の1時になりましたんでね、ちょっとこの辺にしときますか。名探偵成瀬開花してるね、完全に冴えてる。じゃあ誰がムクロを殺したんだ。もう一人の絶望がやったってことか。じゃあ葉隠れの説は薄いってことだね。ちょっとそこミスリードされたけど、さすがにもう一人出てくるのはちょっとずるいよね。ずるい。ということで本日はこの辺にしとこうかな。よっしゃー。じゃあ皆様、
水曜日が終わったとこいうことで、ありがとう、チュール。サエテルニャルセちゃんにチュールのプレゼント。ありがとう、いただきます、にゃんにゃかチュール。ありがとう、ののろさん、いただきます、にゃんにゃか100ビット。ありがとう、いただきます。いやー、いいね、冴えてる、冴えてる。ちゃんと明日も、朝に起きれるように、リズムを整えたいなと思います。では皆様、水曜日、1週間の真ん中、お疲れ様でした。明日木曜日ということでね、金曜日まで頑張って、体調崩さず乗り切りましょう。今日も一日お疲れ様でした。この後、お出かけや、趣味のお時間、お仕事の方はファイトでございます。今から眠る方はゆっくりお休みください。お休みありがとう。いや、いいとこまで進めれた。だから次、あと2回かな。でも6章長いって書いてたんだよね。日常編が結構長いんだろうな。裁判も長そうだから、あと3回ぐらいかな。ただストーリーが1個終わるね。よし、お疲れ様でした。ではでは、良い夢を。おやすみ、ポチー。ありがとう、ポチー。じゃあね、またね、ポチー。